こんにちは。8月16日の水曜日、コマリンレジンライブ開始します。今日の配信はヘアクリップを昨日から急に作りたくなってバーって作り出したんだけど、その途中なんだよね、今ね。途中なので、その続きからやっていくだけの配信です。で、このヘアクリップなんですが、もう作り方動画が出ているので、もし作り方だけ知りたいよって方は、概要欄に作り方を載せたので、それを見ていただけたらと思います。お、間違えた。閉じちゃった。あ、こんにちは。来れました。嬉しい。やった。私も嬉しい。早い。今日一応インスタグラムで3時からって予告をしてました。で、この時間は昨日みんなに、アンケートをストーリーで撮った時に3時が一番希望してる人が多かったからね、3時4時5時でアンケート取ったらみんな3時が多かったかな、多分ね。それでやりました。3時に始めました。こんにちは。コメントありがとうございます。やったー。早速嬉しいです。ということで、まずはインスタにシェアをしなくちゃいけない。あ、こんにちは。今日始まりに間に合いましたね。今始まったとこだからすごいぴったり。ありがとうございます。そうして共有をしていく。あ、早速高評価5人も押してくれてる。ありがとうございます。この動画、ライブ動画がいいなと思ったりね、アーカイブ見てくださってる人もよかったら高評価ボタンポチッとすると喜びます。こちらで配信中と。シェアするシェア。OK。久しぶりに来れた。やったねー。イエーイ。できたかなー。よしよし、できた。あ、待って、日にち間違ってる。概要欄の直せるんかなこれ。おとついのまんまになってる。直せるこれ。あ、編集できる。すごい。配信中に編集できるんだ。日にちとか。私おとついのままになってる。8月16日ね。あ、こんにちはのコメントありがとうございます。8月16日に変更。これで OK のはず。多分。この時間嬉しい。やったー。ねー。本当は、前回ね、配信でこの、シャカシャカをね、作ったんだよね。シャカシャカシェイカーを。で、次これやろっかなって思ってたんだけど、色違いを。思ってたんだけど、ちょっと何個か作ったら満足しちゃって、いや、それより一番ヘアクリップが人気なのにね、まだ、向こうに10本、20本ぐらいあるかな、あるんだけど、こんだけじゃ足りないなって思って、もっと増やさなきゃって思って、夜作り始めて、で、今からカラーを塗ってぷっくりさせる状態のやつがこんだけあるもんで、これをやろうかなと思ってます。お、寝落ちそう。眠たいこんな時間に昼下がりの昼寝だね。こんにちは。今日も楽しみですって。あ、こんにちは。いっぱいありがとうございます。やった見れた。あ、初コメありがとうございます。嬉しい。ハートポチポチもありがとうございます。だから今日はね、ここにチェーンをつけてカラー入れて表面ぷっくりをやるんだけど、正直表面ぷっくりあんまライブでやりたくなくて、めっちゃむずいんでねもしかしてぷっくりは何本かしかやんないかもしれない。それよりここにチェーンをつけてカラー入れるばっかりして終わりになっちゃうかもしれないこんにちは。いっぱいありがとうございます。間に合った。やったやったー。やったー。レジン上手すぎ。やった。嬉しい。上手だよね、きっとね。さすがに6年やってると。そう、ヘアクリップいっぱいもっとあるんだけどね、あっちに。ここに入んないなって思って持ってこなかった。
全部かわいい、癒されます。よかった。じゃあ準備して作っていこうと思います。続きからね。そして今回からね BGM を変えました。 BGM を私が大好きなシャローさんのシャローメドレーにしたんで、もうシャローさんの曲が1時間流れっぱなすやつをループするんで、いろんな曲がね1時間流れてくやつをループするつもりです。あとで自分のアーカイブ見てみて、もしよかったら今後もシャローさんメドレーでいこうかなと思ってる。癒される。よかったね。ヘアクリップかわいいよね。やっぱ人気でね、私の販売の中でもヘアクリップってすごい人気ですぐ売り切れちゃうもんでね、 YouTube 販売でいっぱい出したいなと思ってて、しかも普段より安く出すからね、いっぱい作んなきゃと思って。画面がかわいい。あ、そう、画面ちょっと変わったんだけどね、字を変えたりなんか余計なやつを消したりしてみた。シェイカーも作りたくなって、朝仕事前にクラムチャでポチっちゃった。朝からポチってる。すごいね。シェイカー楽しいよ、すごい。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。夜空カラーかわいい。そう、さっきねインスタで昼と夜どっちが好きっていう投稿したんだけど、ちょっと夜の方が優勢かな、今のところね。夜カラーの方がちょっと優勢。さっき外出してて暑さで体がだるいから布団で横になってます。途中になるパターン。配信聞きながら寝ちゃうかも。いやでも外行ったら疲れるよね。でさ、私ねいつもこっち側に座ってるんだよね。でこのチェーンつけるやつは横からやったらずれたら嫌なんで、ちょっとこの向きでやる感じになると思うんで、また拡大して見やすくしつつね、こんな感じになると思うんだけどね、この向きでやろうかなと思ってます。一緒に100クリップ作ろうと。やったー、仲間だ。作ろう。こんにちは。ライブやってた。そう、やってました。今日はアンケートで3時が多かったんで3時に始めました。今日は送り本だから何時まで見れるかね。今日もまだお盆だよね。きっと忙しい人多いよね今日も。私もう関係なくずっとレジンやってるね。またこちらの配信もアーカイブに残す予定なので、今日はプレゼント企画やってるんで24時間後にまたアップします。プレゼント企画のキーワードを出さなきゃじゃん。今日のキーワードはじゃん、もふもふです。本日のキーワードもふもふ。かすみ草がねもふもふなんでもふもふでご応募ください。で今日プレゼントするもの特に決まってなくて、ただアウトレット自体はいっぱいあるんだよね。もしかしてこの辺の海塗りクリップとかがいいかもしんない。今海塗りのアウトレットいっぱいあるからね。なんかこんなクリップと何か毎回2点プレゼント当たった人に送らせていただいてますので、応募方法などは詳しくは概要欄に書いてますのでご覧ください。あ、こんにちは。夕飯の支度済ませました。早い。素晴らしい。楽しみです。やったー。曲雰囲気に合ってると思います。ありがとうございます。もうね、このシャローさんって方が作ってる BGM なんだけど大好きで、よく普通の動画でも使ってるんだけどね。なんで今まで使ってなかったんだろうって思って、むしろ配信で流せばよかったじゃんって思いながら設定してみた今日。あ、ピントずれてるじゃん。よし。作品作りながら見ますね。やったー、お仲間だ。ありがとうございます。高評価も早速ポチッとありがとうございます。何のレジン液使ってますか？私ね、もういつもチャンネル見てくれてる人はわかると思うけど、このレジンに開発協力をしてるので、もうむしろこのレジンを広めるために YouTube 作ったんですよね、実はね。っていうことで、作家のためのレジンってやつはいつも使ってるけど、たまによそのやつとかも使う。この星の雫を検証する配信とかしたしね。よその場所でも買い物はしてるよ、別にね。あ、こんにちは。手遅れました？あ、大丈夫。始まったばっか。2時
57分にスタートボタンをポチッとしたつもり、自分的には。だから始まったばっかだよね。あ、お邪魔しますっていらっしゃい。シェイカー可愛かったでしょねえ。あ、こまりさんのおかげでプラバンの気泡対策解決できてよかった。プラバンめっちゃ出るよね、あれ。何もせずに表面ぷっくりさせようとするとプラバンのボツボツからめちゃくちゃ出るよね。よかった、解決できて。こまりさんこんにちは。ヘアクリップいっぱいだ。めっちゃいっぱいあったでしょ。もっと作るけどね。もっと、あ、でももう持ってるよね、きっとね。こんにちは、いらっしゃい。ヘアクリップのモールって同じ形ばっかりのってありますか？そう。これ同じ形ばっかりので作ったんだけどね。今日概要欄にこのヘアクリップの作り方動画昔上げたやつのアドレスを貼ってるんで、作り方動画の方に飛んでもらうとね、材料を全部書いてる。こういう同じ形ばっかりのやつで作ってる。もう三角がダントツ人気なんでね、なんかスティック型とか四角とかいっぱいあるけどさ、三角がダントツ人気だなって思ってここ塗ってないじゃん、レジン。ね、そんで三角ばっか作ってる。ここ塗ってないじゃん。さあ、追いつかなきゃね、みんなに。20日までお休みです。すごい長い。よかったね、長くてね。でもさっきニュース見てたんだけど、新幹線大変だったね、今日。12時ぐらいから東京から博多まで止まってたらしいよ、新幹線。で、ついさっき2時半ぐらいにやっと動いたっぽいよね。東京大阪間は。なんか大変なことになってるらしい、今。こんにちは、楽しみにしてました。やったー、嬉しい。楽しみにしてもらえて嬉しい。でも本当にこの境界をつける細かい作業をひたすらして、その後色入れていくって感じになると思う。あんまり勉強にはなんない走りだと思う。ただもう私は急いで作らなきゃダメなんだよね、ヘアクリップを。もうすぐ2万人になったら販売をしたいんで、その前に作りたい、バーっと。で、昨晩からこの土台作りを始めて、今続きって感じ。うわー、なんか見にくい。普段より光の場所違うから。横向けたらなー、縦のそれが見えんくなるしなー。これは悩ましいな。もうひたすらこの細かい作業をやっていくつもり。キーワードまで癒しだー。そう。やっぱね、かすみそうときたらモフモフだよねって一人で思いながら、モフモフにしました。ぜひご応募ください。こんにちは、お邪魔します。やったー、いらっしゃいませ。お邪魔されます。こんにちは、娘の歯医者があるので途中までお邪魔します。本当は全部見たかった。あ、歯医者さんか、大変だ。いってらっしゃい。途中まででも嬉しいです。ありがとうございます。あ、うちも歯医者あるわ、25日に。よかった、思い出して。やばい、どっかに書いとこう。歯医者ってなんか忘れるよね。結構先を予約したりするか。そんでまずはこの謎の歪みを直してね。これちょっとでも歪むと気持ち悪いからね、だいぶ。ここは大事。いいかな。まず1回目くと海塗り羨ましい。全然上達しない。海塗りはね、マジでほんと何回も繰り返すのが大事かもしれない。頑張ろうね。トミーさんのライブ始まるまでにやること終わらせました。すごい。めっちゃ喋ってたら暑くなってきたからクーラーマックスにしよう。めっちゃ暑いねえ。あ、待って。ずっと気になってたこまりさん監修のニュアンスカラー注文しました。嬉しい。こまりカラーをゲットしてくださったんですね。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ可愛い色なんでお楽しみに。今も一応こまりカラーで作ったものがなんかこういうのがあるんだけどね。なんかライトで見えないね、きっと。ライトの光のせいで。これもこまりカラーのこれ間違えた。白だった、これ。こまりカラー使ったのはこっちだ。
パープルだ、これパープル。ヘアゴムにしようかなって思って、さっき余ったかすみ草で作ってた。こんなにいっぱい固めなくていいんだよね。で、次からは、高さ揃えたいんで、1個だけ残して、他の3個並べるみたいな感じで、全部にチェーンをつけていきます。こんにちは。今日も来れて嬉しい。やったー、来れたー。お盆ってみんな忙しいだろうなと思いつつ、私は暇なんで配信してたんだけどね。見に来てくれて嬉しい。お盆でも。学生さんとか夏休みだから見やすいかな、この時期。で、また、チェーンをつけていきます。で、何個あるだろう、あと10何本かある。ひたすらつけてって、その後。からね、今回白なのかな、ナチュラルホワイトで統一してるんで、今回のヘアクリップ販売はね。同じ色入れてく、全部。小森さんのライブ始まるまでにやること終わらせましたって。私さっき読んだかな、これ。読んだよね、きっと。順番おかしくなってる。ってことはご飯も終わらした。多分このライブも、毎回同じぐらいだとしたら2時間半ぐらいで終わるから、6時前ぐらいに終わるんちゃうかな。ねえ。よいしょ。どの辺だろう。この辺が見やすいかな。こんにちは、お邪魔します。いらっしゃい。コメント頑張って追いつこう。小森さんの声ほんと癒されます。よかった。前回の配信で、声といえば、前回の配信で私ちょっとマイクの向きを、自分の顔からちょっと背けてみたんだよね。どんな声になるかなって思って。そしたら、もう割れまくってて音が前回。やっちまったなーって思った後から聞いてて。で、今回は自分の顔面に向けてマイクを置いてるんだけど、前回よりこれの方がマシやと思う。難しい、そういうやつ、やっぱ。ねえ。全然取れない。大丈夫これ。ここにもレジンつけて。初見です。今日までお盆休みなので、レジンしながら見てます。やったー。初見さんありがとうございます。レジの仲間が増えた一人嬉しい。今日まで休みの人もやっぱ多いんかな。お盆って16日までだよね、世間的に。リアタイ初めてです。やったー。リアタイだよー。コメントも読んでるよー。ありがとうございます。シーインでシリコンペン買おうとしたら値段が前より倍になってた。わかる。私もさ、シーインで前回買ったやつもう一回買おうって、購入履歴開くと高くなってるんだよね、前より。なんかいろんなものが高くなってる気がする。いや、日本だけじゃないんだね、値上がりって。今日本すごいでしょ、値上がり。ショックだよね。チラッと。見たい。見たい。いらっしゃいませ、チラッと。こんにちは。熱で仕事をお休みしたので、小森さん参考に海塗りクリップ作ってました。あら、お熱なのに大丈夫かな。熱でもレジンする元気はあるって感じかな。海塗りクリップうまくできたかな。ね、お大事になさってください。私もインフルエンザの時もレジンしてたな。探してもなかったのでありがたいです。あ、そっか。モールドの同じ形のやつね、なかなかないよね。後で見てみてね、動画に材料書いてあると思う。初コメです。店長のパワフラで疲れてだから小森さんのライブ見て癒されます。大丈夫？店長のパワフラ？ちょっと何なのその店長。私が文句言おうか電話して。パワフラやだね。店長でパワフラの人って多いよね、結構ね。ね、癒されてってね。ありがとうございます。新幹線ちょうど旦那さんが引っかかってしまい、わあ、今広島には広めです。やばいよね。朝から全線止まってて、でさっき再開したけど、再開したところでもう人がめちゃくちゃいるから乗れないらしい。広島か。広島やったら昼ぐらいからそこの地域は復活してたから、もうちょっとしたら乗れるかもしんないね。大変だよね。最高の癒しボイスって。
ありがとうございます。今日はBGM の音量も上げたし、ちょっといろいろ変わってるんだけどね。なんか聞きやすくなってるといいな。よし。これでいいかな。2回目ゴー。シーンで近々買い物をする予定なのですが、おすすめ商品ありますか？私シーンはね、収納ばっか買ってるんだよね。私の出してる収納動画見てもらうとわかるんだけど、収納動画買ってるし、結局日本で売ってるものをだいたいシーンで4分の1くらいで買えちゃうんだよね。アルファベットモールとかも最近見たら値上がってたな。私はいつもね、自分のショップで勧めてるんだけど、ぶっちゃけシーインで買うと4分の1ぐらいで買えると言いたいとこなんだけど、最近シーインも値上がりしたから半額ぐらいになってるんだよね。なんでもあるんだけど、シーインってね、言葉が日本語じゃないからね、モールドがモールドじゃない言葉で出品されてたりするんだよね。だから検索機能を使うよりおすすめをひたすら見た方がいいのが出てきたりするよね。おすすめってね、商品ページ1個開くとその下の方にバーっていろいろ出てくるんだけど、そこの方がいいやつを見つけれたりする。森さん、皆さんこんにちはです。今日もありがとうございます。こんにちは。こんにちは。楽しみにしてました。クリップ部分接着してからパーツつけるのには何か理由がありますか？表面持っちゃうとクリップ反ってくんで最初につけなきゃダメだよねって思ってつけてる。全部表面とかぷっくりした後につけようとすると形が変形しちゃってたり、クリップに合わせにくくなってると思う。多分今日初めて一緒に作りながら見てる。やったー。まだまだ宇宙塗りの練習してます。でも宇宙ってさ、年中使えるものだからいいよね。宇宙塗りね。宇宙塗りは癒されるよね。こんにちは私の好きな顔文字使ってる。家も18日歯医者だね。歯医者って忘れがちだから気をつけないとね。ポチったシリコンペンやっと届きました。使いやすいですね。使いやすいよね、シリコンペン。私も何年だろう、もう使って2年になるかな。未だにすごい。他のもいろいろ試してるんだけど、やっぱシリコンペンが一番塗りやすいかなって思ってる。質問です。速乾の接着剤は何を使ってますか？私ね、接着剤は2種類主に使ってて、アロンアルファとセメダインの2種類を使ってるんだけど、速乾タイプだとアロンアルファが多いかな。で、レジンと相性がめちゃくちゃいいのがこのセメダインなんで、レジンつけるときは24時間置いてセメダインでつけるようにして、ピアスとかつけるときはこっちのアロンアルファが多いかな。このやつをまだ試したことがない。速乾だから、速乾の方はアロンアルファだよね。そして最近知ったんですが、レジン開封してなくても半年で劣化するって本当ですか？もうほんと物によるんだよね。100均のやつはダメだったらしい。開封してなくても半年で中固まってたらしい。高いやつは大丈夫ちゃうかな。どうだろう。高速成分入れてるやつとかやばいかもしんないな。紫外線以外でも固まるから。でもボトルに入れてたら普通だったら光入んないから。今んところ知ってるのは安いやつがなるっていうのは知ってるんだけど、私的には多分固まるのが早いレジンが紫外線以外で固まる成分入れてるから、ちょっと危ないかもしんない、そういうやつって思ってる。作家のためはね、大丈夫だよね。1年ぐらい経ってるやつも。かわいい。ありがとうございます。そう、かわいいんです。完成品ちらっと見せとこうかな。こっちに持ってきて。こんにちは、いらっしゃいませ。なんとか言うビジネスって言ってくれて、絶対私の仕事褒めてくれてるんでしょ、これ。Thank you。あれかな、英語で言ってくれてるね。困りからほんとかわいいです。楽しみにしてます。ありがとうございます。ナウしとこう。やっぱ遅れてるよね、私。よし、分かってるんだよね。ずっと遅れてるなって思いながらコメント読んでるんだけど。8分遅れか。ちょっと頑張ってペラペラ喋ってこう。
質問失礼します。かすみさんは自分で作られてるんですか？私はミンネとかメルカリで他の人が個人的に作ったやつを買うことが多いですね。すんごい昔自分で作ってたんだけど、才能がなくてっていうか、シリカゲルに入れたまま忘れちゃって作ったのを自分が。半年後に見つけるとかそんなんばっかりやったから自分で作るのはやめて、ミンネとかメルカリで買うことが多い。概要欄の作り方動画に購入先書いてた気がする。こんにちは。あ、同じ質問してくれてる。お花のことだよね。これはミンネでハルさんって方から買ったやつ。今のかすみそうは。小森さん、皆さんこんにちは。レジンを作っていて出遅れました。あ、レジン作ってたんですね。じゃあ今も一緒に作れるかな、見ながらね。こんにちは。私も新収納めっちゃ買う。ね、私もめっちゃ収納ばっか買ってる。まあレジンとかパーツの材料もたまに買うけど、やっぱ収納をめちゃくちゃ買ってる。今ちょっと見せれないんだけど、壁面、壁面にもう収納バーってあるんだけど、この机全部シーンだもん。シーン送料無料なのが地味にありがたい。そう、2000円超えたら無料になるよね。あ、北海道でもいいんだ。すごいよね。国内のショップって北海道とか沖縄だけすごい高いもんね、送料が。それもシーンだと無料なんだ。いや、すごいよね、今中国。素晴らしい。あ、やっぱ高くなったんだ。それでも安いからたまにめっちゃ買ってしまう。ね、今まで3分の1価格だったのが半分ぐらいになったって感じだよね。なんかまた上がりそうだよね、もっと。見るたびに値上がりしてる気がする。こんにちは。先日の小花最終バレット本日届きました。やったー。よかった。ありがとうございました。ねえ、こちらこそありがとうございました。よかった。実物気に入ってもらえて。またバレットもいっぱい作んなきゃな。これで並んだかな。いや、ここはおかしいな。このカーブがちょっと違う。ここは大事だからね。いいかな。多分、こんだけ作ったらね、絶対1、2本アウトレットが出ちゃうんだよね。それがまたプレゼント企画になってくと思う。この YouTube ライブが。こんにちは。何時から始まってたんだろう。今日はね、インスタで予告してたんだけど、3時からやってました。まだ始まったばっかだから大丈夫。ね、お帰りなさい。外出してたんですね。出遅れましたかね。3時から始まったってことでいいよね、これ多分。こんにちは。YouTube アプリ調子悪くてようやく見に来れました。アプリ調子悪かった？大丈夫かな？見れてよかった。星の雫はね、私3年前のやつを使ってるけど全然大丈夫だからね。大丈夫だと思う。早いけどね、星の雫。コマリーさん、一つお聞きしてもいいですか？海レジンキットで海モールドをようやくやってみるんですが、シェルパウダー12色はどんな風に使用したら可愛く見えますか？あるかな。ちょっと待ってね。どこやったっけ、私聞くか。一応はね、なんかこんな感じでね、まず裏から見せるね。裏にこうやって見えるかな、これ。シェルパウダーを色違いでグラデにして入れたんだけど、表から見るとなんかこういう感じで結構可愛くなったから、そこに敷き詰めるのもありだし、中盤にパラパラするのもありかなって思ってるね。海レジンキットありがとうございます。嬉しい。そしてレジン液開封してなければ3年は大丈夫ね。そうそう。ただ100均だけ開封してなくても固まったってコメント欄で言ってた人がいた。どんだけだよ、100均。ちょっと抜けます。大丈夫。ありがとね。また来てね。今バリ取りしながら見てます。そっか。バリ取り大変ってか、ちょうど作業しながら見るのにいいとこだね、バリ取りってね。そういえば私、100均会で、100均レジンを何種類か使って、
硬化したやつを天日干ししといたんだけど、こんな感じになってる今。やっぱ新しいレジンのやつは応変しなかった。最初のやつが黄色になって、2番目のやつが茶色になって、最後のやつ応変してないけど、透明感がちょっと減ってきてるなって感じ。やっぱね、新しいやつは応変しないし収縮しないから、100均レジンとしては初めてまともなものが出たなって思った。しかもこれ私台風の中外に干しててね、いろんなとこにクマが飛び散ってた。台風なのに忘れてたんだよね。大森さん質問です。チェーンを最初に曲げとくのはどうやったらいいですか？曲げておくことができなかったの。私ね、チェーンチョキンって切った後にこのチェーンを指でこのまま映るかなこれ細かい。おーめっちゃ細かいけど映るかな。このままキュッて曲げてる感じ。ちょっと今手袋してるからやりにくい。もうこのままこうやって指でキュッて曲げてるね。全部曲げてたつもりだけどなんか曲がってないな。全部出しとこう。指でねキュッとしてる。そうどこまで読んだかな。お邪魔します。いらっしゃいませ。やったー。レジンある時に気泡を探してるとまばたき忘れてドライアイになるのはレジンあるある。そう、前回ドライアイの話題だったね。前回の配信ドライアイになる人いっぱいいたよね。まばたき忘れるってめっちゃわかるかもしれない。キーワードもふもふですってね。そう今日私とここか30分経つね。今日のプレゼントキーワードもふもふです。よろしくお願いします。ありがとうございます。教えてくれて。仕事中ちょっと覗いてみました。ありがとうございます。いつもお仕事中に来てくれてる。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はじめまして、リアタイで初めて見れました。質問なんですが、レジン作品に貼るシールって100均のだと使用して販売してはいけないのでしょうか？どうなんだろう。シールね、前々回100均ライブしたんだよね。100均で買ったものを全部開封するみたいなライブした時に、それ結構話題になって、セリアが厳しいらしいんだよね。それセリアがセリアのもので作ったハンドメイドを販売したらダメですって言ってる商品と大丈夫な商品っていうか、セリアがいろんな会社から仕入れて、その会社の中にそれをしちゃダメな、販売をしちゃダメな会社が何個かあるみたいな話をしたよね。100均ライブの時に。だからそのシールがハンドメイド販売に使っていいシールだったらいけるし、いい会社だったら、ダメな会社だったらダメになるんだよね。すごい複雑らしい。なんかこのシールの会社が分かれば詳しい人が教えてくれるかもしれない。そうやっぱ違うのねって。違う、何が違ったやろ。コメントが遅すぎて分かってへん。ごめんね。最近仕事中にしか目にできないから小森さんの声聞けてないよ。今もきっと無音で聞いてくれてるよね。次の金曜日夜にやるつもりだから聞けるかな。先週が金曜日なかったからね。私帰省しててね。次聞けるといいな。すごい綺麗な海になりますね。キラキラ。そうやっぱ海モールのね、波がね、ほらもう海みたいでしょ。本当はデコボコしてるんだけどね、勝手に海になるのが素晴らしいよね。キーワードありがとうございますってね。はい、こちらこそ。小森さんこんにちは。パールの変色、そんなこともあるんだなくらいに考えてましたが、自分がヘアクリップに使っていたパール毎日使ってたら変色してました。めっちゃショックだよねあれね。しかも全部完成してしばらくした後に分かるっていうのがちょっと凶悪だよねあれね。やっぱ100均のもなりやすいって聞いたし、安いパール、いやでも私が使ってたのめっちゃ安くなかったんだけどな。だから分かんないんだよね、試してみないと。それがひどいよね。だからこのクリップもパールなしにしちゃったもん。ほんまはさ、お花の部分にパール散らしてたんだけど変色したから今パールなしにしちゃった。これすごいやりにくい。大丈夫かな。頑張れ。
ごいやりにくい。このチェーン。うわー、来てるのかよくわからないけど。ねえ。アミファはダメですね。アミファってなんだろう、100均かな。こんにちは。なぜかコメントできなくて今になってしまいました。わら。コメントできてよかった。こんにちは。ありがとう。今日みんなシャローの歌聞こえてるかな。いいな。私も聞きたい。自分に配信アプリ見るときにシャロー聞こう。こんにちは。こまりさんから注文しちゃいました。やったー。ありがとうございます。嬉しい。こまりから1回はもうみんなにしっかり見せたいよね。全部いつもなんかこうやって適当にパラって見せるけど、6本セットで売ってるね、私が監修した着色剤があるんだけどね、売り上げが1000本突破したらしい。好評らしいね。ありがとうございます。お迎えも。アミファ使って、アミファってセリアのあれか、ブランドってことか。ハンドメイドに使っちゃダメな会社ってことか。ねえ。アミファ使ってる作品売ってますよね。ね。セリアのもので作ってる人めちゃくちゃ多いよね。絶対みんな気づかずに、売っちゃダメってことすら知らずに売ってそうだよね。あれだけ溢れたらさすがに指摘されることなさそうだけどね。セリアとかから。すごいいっぱい見るもん。アミファはダメ。覚えとかなきゃね。よく聞いてもらえるし。アミファ製のハンドメイドグッズで作った作品を売るのは本当はダメらしい。お答えいただきありがとうございます。会社ごとの説明探してみますね。どっかにサイトとかまとめてくれてないんかな。100均の放置レジンの違いです。そうそう。100均の放置レジンの違い。わかった。くまちゃんの色ってことね。よし、頑張って追いつくぞ。知らない方の方が多いようですね。委託店も知らない店あるみたいです。だよね。100均で作ったものを販売しちゃダメってことを知らない人が多い。圧倒的に。ただ最近私はこの100均配信をするようになってみんなが教えてくれて、それでやっと知ったもんな、私も。今日はお休みだから見に来れたよ。これおかんでしょ。リラックマだし。うちのお母さんだ、絶対。頑張るね。今日休みなんだ。絶対おかんだ、これ。初コメです。レジンしながら見てます。やったー。ニトリルしてるからおトイレ外すのめんどくて我慢しちゃってます。めっちゃわかる。いや、そうだよね。もう一回外すのがめんどくさいよね。で、そして手の中もこんな感じになってるよね、きっとね。パール、私もアクセパーツの結構有名なショップで買ったものだったので、ショックだ。なんかそれ結構わかるかも、どの店か。そっか、そこでもダメか。だから、販売してるとこも気づいてないと思うんだよね。しばらくしたら変色するってことをね。難しいよね。だから私天日干ししてパールの色変わるかどうかってやつを最近検証してたんだけど、ちょっと風で全部飛んでっちゃってどっか行っちゃったって思って半分ぐらいでしてたんだけども、よくわかんないから。やっぱね、紫外線で黒くなったり熱で黒くなったりいろいろあるんだよね。色が変わる法則っていうのかな。レジンの光で変わるやつもおれば、太陽の光じゃないと変わらないやつもあるし、難しいなって思った。絶対ね、売ってるとこも気づいてないんだよね、それが変色するパールって。あと2個だ。アミファ100均で売ってる折り紙と商用利用不可です。折り紙とかもあるんだ。セリア以外にも扱いがあるので気をつけて。ね、怖い。私さ、ちょっと記憶力があんまないんだけど、一回文字にするとよく覚えれる人だから、ちょっとアミファって書いとこう。アミファって書いて覚えとこう。アミファはダメなんだって。ねえ。商品は可愛いんだ、アミファの。知らなかったです。可愛いですよね、アミファって。ね、私のちょっと、じゃあさ、ちょっと、今ここに、セリアで買ったものめちゃくちゃあるんだけど、アミファあるか探してみる、この中に。
アミファ。これエコー。ブレイズ。気になる。ショップ名が書いてない。モールドとかがあるんかな。これもエコーだ。エコー多分いいんだよね、きっと。このモールドで商品販売してる人めっちゃいない？多分いいんかなって思ってるんだけど、勝手に。アミファのものをなんか見つけたいな。ありそうだな。めちゃくちゃ買ったから。よいしょ。あ、そっか、マステにハマってましたってことは紙物とかも多いんかな。ハンドメイド作家が溢れてるし、ハンドメイド用品を扱うなら100均の商品にも収容利用不可とか表記してくれたら助かるんですよね。表記がないもんね。ないのにどこで知るのって話だよね。書いてほしいよね、確かに。飛んでったパール。そう、飛んでっちゃった。クマちゃんも、このクマちゃんたちも台風でだいぶ床に散らばってたんだけど、パールはもうどっかベランダから外に飛んで行ってた。星と糸パール。使えるかどうかメーカーに聞いたら答えてくださるらしい。そう、それも100均会の時に誰かが教えてくれた。エコーは使えるよね、さすがに。めっちゃ販売してる人多い気がする。ライブやってた、こんにちは。お昼休みなので少ししか見れないけど頑張ってください。ありがとうございます。お昼休みにこちらこそ頑張ってください。そちらこそって。アミファ可愛い柄とか多いですよね。そっか、柄ってことは紙とか紙系が多いんかな。折り紙風ニューピアスとか販売してる方も結構いますよね。そっか、それもダメになるんか、ほんまやったら。表や裏に書いてあります。さっきの株式会社とか裏の細かいとこでしょ。私ああいうとこ読まないからな、気づけないと思う。仮に買ってたとしても。あ、そこに書いてあるんだ、商用利用不可って。みんな詳しい。ブライズは楽天でも買えますよ。ブライズってなんだろう。ブライズってなんだっけ。人形の名前じゃない？あ、違うよね。多分そのこと言ってへんよね。アミはハンドメイド資材ではないそうです。そっか、紙物って感じか。キャンドゥにもアミファ多いですよね。ねえ、だから所有利用不可のものを100均に置くべきではないと思うんだけどな、みんな。いやでも100均って自分のために作る人が多いんかな、やっぱ。販売ではなくてね。販売するんやったらぶっちゃけ100均で買わない方がいいんだよね。100均で少ない量しか売ってないじゃん。だからなんだろう。ネットとかで買うより実際割高なんだよね、100均って。ただちょっとずつ小分けで買えるって感じでね。でもいろいろあるんだな。表示してほしいね。なんか分かりやすくしてほしいよね。ちょっと字でかくするとかででかく書いてあったりして。私もアミファのよく買います。可愛いのありますよ。だって検索したら出てくるかな。みんながそんな可愛いって言ってるとすごい気になってくる。マスキングテープとかあるんでしょ。私マスキングテープ集めるの好きだからな。アミファって花木とかプリンもあるのにそれもダメなのかな。多分アミファ自体がダメってことはそれもダメなんだよね、きっとね。そういうのもあるんだ。キャンドゥにもありますね。アミファの大理石柄とかレース柄の折り紙めっちゃ可愛いやん。もうなんか想像しただけで可愛い。あ、そうなんや。でもそれも使っちゃダメなのか。みんなアミファ詳しいね。100均の話知らなかったな。いや待って、私売るほどのレベルに入っちゃってない。焦らんでよかった。でも知っといた方がいいよね、きっとね。100均は商用利用ダメなものがあるっていうのを知っとくといいよね。ネットじゃさすがにないよね。多分ネット上で商用利用禁止の店とかないよね。ブライズは商用利用。あ、わかった。店の名前か。あ、違う。会社の名前か、ブライズ。商用利用可能と聞いた気がします。そっか、さっき出てきたやつだね、ブライズって。
でもブライズが、楽天にもあるって教えてくれたっけ、さっき。自分ちょっとスクロールしたらどっか行っちゃった。どっか行っちゃった、スクロールしたら。楽天にもあるってことは大丈夫だよね、きっとね。ネットショッピングで販売してて商用利用不可とかなさそうだもんね。利用可能って書いてある。多分ね。すごいお勉強になります。アミファはダメなんですね。キャンドゥにも。キャンドゥにいっぱいあるんだ。気をつけなきゃね。やっぱ自分の趣味で作るのがいいんだろうね。友達にプレゼントするとか。そんなこんな言ってる間に金具がついたかな、全部。全部ついたはず。そっか、勉強になるよね。さっき小森さんが言ってた。カラックね。なるほどね。かわいいつむちゃんのでしょ。これか。このブランド多いよね、セリアに。このブレイズさんは商用利用 OK っぽいんだね。これかわいいよね。何作ろう、これ。追加だから赤入れたりしたいな。ここは OK と。なるほどね。100均は何かを試すために買うことが多い。そう、何か試したりさ、なんか便利になるものを買いたいよね、100均ってね。次は壁作りしよう、壁。作業が単純だからいいな、ガンガン喋れて。アミファの花のホームページあります。アミファの花売ってるの、花。ホームページがあるんだ。ダイソーは著作権マークついてないものは商用利用可能。せいやさんは商用利用不可。キャンドゥさんはグレーゾーン。明言してないだけでそういう雰囲気なんだね。やっぱダイソー強いね、そうなると。してて損はないですもんね。いつか役に立ちそうな情報じゃない、一応ね。役に立つのかな。アミファはインスタアカウントあるんだ、インスタアカウントが。私もまだ売ってないので大丈夫なんですが、いろいろとお勉強いりますね。でも私6年売ってて、この前初めて知ってよ、みんなに教えてもらって。販売しちゃダメなハンドメイド材料があるんだってことをね。ハンドメイド材料ではないのかな。ネットで販売されてる著作権のある柄の布などは商用利用不可ですから、ハンドメイド資材店で買うのが一番安心ですね。私さ、たまにちょっと不思議に思うんだけどさ、ランチョンマットとかをちいかわとかでの布で作ってくれてる人いるじゃん。あれってアウトなのかな、セーフなのかな。手芸屋さんに売ってるやん、キャラクターの布。あれはどうなんだろうっていつもすごい不思議に思ってる。アウトなのかセーフなのかって。例えばスマホケースにディズニーの印刷したやつを貼って作って売ってる人はアウトだなって、そういうのは一発でわかるんだけど、布が材料として置いてあるやつがネット販売で売られてるのはどうなんだろうっていつもすごい不思議に思ってる。でも私買っちゃったことあるんだけどね、自分でランチョンマット作りたくなくてさ。デザインが可愛い折り紙とかシールが多いので、梱包とかに使ってます。なるほどね。ブライスか、人形。そう、ブライスだ。ちょっと惜しかった。戻ってきました。おかえりなさいってね、おかえりなさい。そして私のコメントもバッチリ追いついていったよ。このままガンガン作っていこう。気になるのですが、作品の梱包や台紙に商用利用不可折り紙はさすがにいいんじゃない？そこにお金が発生してないはずだから、商品代金ではないからいいんじゃないかなって思うのと、何より、バレない。ネット上にそれを使ってるのは届いた人にしかバレないから、なんか大丈夫な気がする。なんかそういう細かい疑問ってさ、たくさんあるよね、ネットで。これは大丈夫な気がするよね。キャラレナは基本商用利用不可が多い。
そうなんや。よくさ、4月頃になると縁グッズ作ってくれる人おるやん。メルカリとか楽まで。縁グッズ作ります。この中の布から選んでくださいって言って、ディズニーとかプリキュアとかバーって出してる人いるけど、あれももしかしてアウトなのかな。あ、個人の範囲の使用のみみたい。あ、ほんまはダメなんや。そうなんや。いや、めちゃくちゃ普通にいるから逆にいいからこんなにいるんかなって思ってた。商用利用して。そっか、個人の利用で使ってくださいってやつなんだ。いや、私過去に頼んじゃったことある気がするもんな、知らずに。それもダメなんだね。多分そういう人は販売があまりに目立ってきたりすると注意がかかるんだろうね。すごい取引件数何千件とかになっちゃうとダメだったんだね。すごい今まで長年の疑問が1個解決された。それって大丈夫なんかなってずっと思ってた私。やっぱりどかすときになんかすごいうるさい音がしちゃう。申し訳ない。スケートマイクがつながってるから変な音しちゃう。売っちゃってる人めっちゃいるよね。アミカは梱包やラッピングなどの副資材として使うのは OK と。あ、OK って書いてあったんだ。それやったらいいよね。小森さんがいるお部屋は太陽光入ってこないですか？私は昼間レジンやってるとカップに入れてるレジンがゆっくり固まってきちゃいます。めっちゃわかる。私ね、カーテン一日中閉めてる。撮影の時だけ開けてる。それ以外も部屋にレジン作品もいっぱいあるし、自分も常にレジンしてるからね、ずっとカーテン閉めてる。暗闇の女って感じ。キャラ布はだいたい生地の端に「深」って書いてありますね。あ、そうか。ねえ。こんにちは。ただいま買い物から帰りました。お帰りなさい。今回はね、ヘアクリップを作ってる、もう販売用のガチのやつをひたすら頑張って作ってます。今殻入れる前の手作りしてるとこ。これを作っていく。どんどん邪魔だ邪魔だ。布地の端に商用利用負荷とかありますよね。そうなんだ。キャラクターは個人で使う目的なら大丈夫。販売はダメなのか。いや、長年の疑問が解決された。みんなあれかな、販売してる人はそれを知っててこっそりしてるのか。いや、私みたいに全然知らずにね、別にいいものだと思って販売してる人も多そうだよね。布の端に書いてあったんだね。お友達に作ってあげるとかならいいけど、お金が発生したらアウト。なるほど。すごい勉強になった。金色のヘアクリップはどこで買ってるんですか？あ、それもね、概要欄の作り方動画でどこで買ったか書いてた気がする。この動画の概要欄ね、概要欄に、ヘアクリップ作成動画のアドレス貼ってるんでね、そこに全ての材料を書いてるんで、よかったら見方わかるかな見方わかるかな。私、うさみみちゃん多分学生さんかなって勝手に思ってるんだけど、私見方わかるかな。こんにちは。初コメやっとできるようになりました。やったー。コメント嬉しい。よろしくお願いします。登録してくれたんかな。ありがとうございます。初コメ？うん、そうだよね。布をジャニーズで著作権違反のキャラや本人画像で作って、その布でポーチとか作って売ってて、白切る悪質な人もいますよ。ジャニーズ界隈とか、なんだろう、推し活界隈の著作権違反って結構えぐくない？なんかたまにツイッターとかで話題になってて流れてくるの見る気がする。なんか結構キャラものとかよりそのアイドル系とかの違反の方がえぐい違反の仕方する人が多いイメージがある。なんか一回あったよね、訴えられた人いたよね、アイドル事務所かなんかに。よし、これで壁ができた。次カラー入れてきますよ。布やカラーモードペーパーはわかるのですが、モールドも含まれるのかわからなかったので、シェリアさんに問い合わせました。問い合わせたんだ。トラブルが起こった時に責任を負いかねるからご遠慮いただきたいと案内してるけど、それを踏まえた上で商用利用目的で使用するのは可能です。グレーって感じか。じゃあ実際にセリアさんに聞いてくれた人が
ね、いらっしゃいました。すごい。モールドは自己責任で使ってくださいって感じか。小森さんめっちゃおもろ、暗闇の女って感じ。おもろすぎました。受けしました。私暗闇の女なの。一日中暗闇にいる。でもなんかさ、でも手だけさ、やっぱ UV ライトってさ、日焼けするのかな。なんか手だけでちょっと黒い気がするんだよね。そんなことないか、さすがに。やっぱり100均で買ったものを使うのは控えた方がいいんですかね。その商品自体に100均のものが含まれるのもちょっと避けた方がいいかもしれないね。例えば今使ってるこのシリコンマットとかさ、販売するものではないやつだったら割かしありな気がする。そしてカラーを入れてくんだけどね、1本ずつ入れてく、1本ずつね。これは昨晩作ったカラーね。この前から少しずつレジンしてます。気泡をよく見て取るけど、モールド外すと必ず表側に絶対あります。お花もよくレジンにつけたから気泡がないようにするのですが、できないようにするには、モールドの表から見えないよね。私は例えばこういうものを作った時に後から気泡があったら、こっち表側からピンバイスとかで穴開けて、そこにも穴開けて気泡を入れてるんだよね。ショート動画でやってたかな。何でやってただろう。なんかの動画でやってる。何の動画でやってただろう。表からね、穴開けてレジに入れるといいんだよね、基本抜くの。何の動画でやってたやつ。自分でわかんなくなってる。何かお花の、最近あげたバンスクリップの作り方動画でもそれやってると思う。穴開けてレジに流し込むってやつ。その方法をするといいと思う。表側の見えないとこに気泡ができるって話だよね、きっとね。後からね、固めた後でもね、穴開けて埋めれるんだよね、気泡って。バンスクリップのやつでやってたかも、最近のやと。よかったらね、見てみてね、他の動画でやってるから。ただ販売元の会社に知的財産権がある場合があるので、製造している会社に確認する必要はあるみたいです。そんなこと言ったらさ、全国からさ、何千人が問い合わせたら大変なことになるよね。問い合わせなきゃダメなんだ。ホームページとかに書いてほしいよね。これは使っていいダメとかって。問い合わせるって結構大変だよね、電話して。そっか、やっぱ細かいんだね。もうちょっと分厚く塗んなきゃダメだ。出遅れてしまいました。ショック、いらっしゃい。大丈夫。まだ前半だよね、これね。UV ライト日焼けします。やっぱしてるか。私さ、手の色がちょっと濃い気がするなって自分で思ってるんだけど、やっぱしてるよね。いや、でも1日8時間照射してガングロではないから大丈夫。多分、気持ち日焼けしてる程度だと思う。私めちゃくちゃライト1日8時間以上つけてる時とかあるからね。何十個も作った時。ガングロにはなってないから大丈夫。ただ、顔とか割と白いのに、手だけ普通の人の色してるなって思うもん、自分で。はい。皆さん、詳しくてすごく勉強になりますね。だよね。私も知らないことがいっぱいある。こんにちは、出遅れました。みんなの知識ありがたいです。本当にね。やっぱ調べるのも大変だもんね。100均のことなんて調べるとさ、余計な関係ないこといっぱい出てくるもんね。許さないシリーズにもありました。本当に許さないショートにもあったかな。あった気がする。UV ライトって日焼けするの息をしなげるやん。逆に日サロに行かずに焼けるみたいな息をしになれるよ。やっぱ日焼けするんですね。手袋してたらマシかな。でもめちゃくちゃ焼けはしてないと思うよ。ただ私やっぱ手の甲が、他の部分より黒いなっていう自覚はあって、普通の人の3倍ぐらいレジンしてると思うんだけど、それを6年しててもガングロではないから大丈夫。シェイカーでもあったような。シェイカーでもしてたかな。もう自分の動画も忘れちゃう。もう覚えてへん。いっぱいいろいろあって。今どのぐらいヘアクリップできましたか？
向こうの方に20本あって、この手元に6本あって、今塗ってる途中のが13本あるって感じ。合計50本ぐらいになるつもり。足し算できてるかな。ぷっくりぷっくりぷっくり塗って。カラー塗ってる。これカラーはみ出さないように気をつけなきゃダメなんだよね。あんまり見せないけど。電波弱々なのでたびたび止まっちゃう。悲しい。あれ、この前さ、帰省先で田舎で電波ないって言ってたけど、今日はいつもの場所なんかな。みんなで電話したら対応大変で表記しようってならないかな。今からなんかコマリーネ人の視聴者さんたちで一気に電話してなんか何が起きたってなりそうだよね。いきなり問い合わせ増えたぞ。バリ取りまだ半分いかない。バリ取りずっとしてるやん。早く取れるといいね。バリ取りって大変だよね。UV は紫外線と同じなので日焼けするんだ。日焼けするんじゃ、だよね。紫外線だもんね。私たちの肌を黒くする紫外線ってことだよね。日焼けするよね、やっぱ。見えてない。光があるからね。やっぱするか。前半なんですね。6時前ぐらいまでやるつもりだから、でももう1時間経ったんだ。早いね。10だね。まだ前半かな。一回やるか、あれ。キーワードね。本日のキーワードは、かすみそうがもふもふのもふもふです。プレゼントまだ決まってないんだけど、何かしら2点のレジン作品を抽選で1名様に送る予定です。詳しくは概要欄をご覧ください。そして今見てくださってる人よかったら、なんだっけ。高評価ボタンね。高評価ボタン。このグッドボタンを押してもらえるととっても喜びます。アーカイブ見てて気づきませんでした。そうなんですよ。そっか、アーカイブ見てくれてたんですね。3時からやってました。でも大丈夫、まだ前半だから。入れてようかな。よし。あと UV ライトは直接見たらいけないと聞いたことあります。ねえ、目が疲れるってか、もう目に紫外線良くないもんね、普通に考えて。だから直接見るの良くないんだろうね。私ちょっと理不尽だなって一回思ったのが、すごいはるか昔のショート動画で、画面に UV ライトの光が映ってて、私のレジン作品が固まるからやめてくださいっていうコメントが来たことがあって、そんなすごいこと起きるって思ったんだけど。あなたのライトを見るとレジン作品が固まってしまうのでライトを映さないでくださいとか言っていうコメントが一回入ったことがあってさ、でもその原理で言ったら火事のニュース見たら家が燃えるってことじゃんって思ってさ、一人でめっちゃ笑っちゃってたんだけど、すごいこと言う人がいた昔。それはちょっと笑ってしまった。目には良くないよね。だから動画にした時も眩しいからあんまり最近映さないように気をつけてるんだけど、生で見るのはやっぱ良くないよね、きっとね。UV レジン用ビニール手袋ってあるのかな。レジン用今んとこ見てないかな、手袋は。一番使われてるのがおそらくこの今私もしてるニトリル手袋が一番レジン成分通らないらしいからいいんだろうけど、レジン用っていうの見たことないかも。そういえば清原さんからレジン用の指サックみたいなやつが出てたけどね、あれガチのレジンアレルギーの人は良くないからね。指先しかガードできないから、平気な人はね、なんか楽に使えてよさそうだなって思った。視聴者さん相変わらず言えてないよね。こんにちは、初コメです。やったー、初コメ嬉しい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゆっくりしてってね。こんにちは、いらっしゃい。いいね押し完了。やったー、ありがとうございます。嬉しい。
最近ライブ配信のアーカイブも全部4000再生ぐらいになってて、私正直こんな見てもらえると思わずに YouTube ライブ始めたからね、めちゃくちゃすごいやる気が出るっていうか、モチベーションが上がってる。全然苦じゃない配信が。やっぱモチベーション下がったりするといきなりやる気失せてきたりするもんだけど、今んとこ上げモチベーションが。連休最終日、朝からずっとレジにしてました。ねえ、休日に朝からレジに最高だよね。出かけないからお金もかかんないし。私もお盆ずっとレジにしてた。画面越しでウケるよね。いや、そんなことあるって思ったもん。絶対 UV ライト買い忘れた人、画面越しにライトの光を送りますとか言って、ライト動画出せばいいやんって思った。わーで遅れました。いらっしゃい。2倍速で追いつけるかなね。今6時ぐらいまでやる予定で、今4時だから今3分の1ぐらいいってるかもしれないから、2倍速だったら30分後に追いつけるかもしれない。ね、ありがとうございます。手に日焼け止め塗らないといけないね。そう、美白を大事にしてる人は塗った方がいいね、きっとね。私、そんな、美白にこだわってないっていうか、もともとそんな白くもないしいいんだけど、やっぱさ、顔とかが真っ白の人とかは手に塗っといた方がいいかもしれないよね。理不尽が過ぎる。だよね。面白かったもん、逆に。ライトを画面に映さないでくださいとか言って。画面越しに UV ライト効果あったらすごいよね。画面越しで固まる。よかった、みんなそうだよね、そう思うよね。私も初めて、YouTube ショートのにコロコロ作った動画できてたと思うけど、もう消しちゃったかな。誰かが突っ込んで喧嘩になったらいかんなって思って消した気がする。TikTok やったかもしれない。子供がお菓子ばらまいちゃってお風呂とかしてたら随分進んじゃった。子供ばらまいちゃった。あるあるだね。お出かけなのでアーカイブ楽しみにしてます。了解です。いつもありがとうございます。気をつけてね、行ってきてくださいね。まだ暑いからね。前は指先だけ使ってましたが、うっかりこぼしたり気がつかないうちに他について、そうレジンってさ、指先以外にもついちゃうんだよね。ここの手の甲とかさ、こういうとこによくつくよね。知らんまりペってね。だからその危険性がある人は指先だけのやつはあんま良くないかもしれないけど、ただ手が蒸れてもう手に湿疹が起きてるとかいう人は指先型に一回変えるといいかもしれないなって思ってる。レジン作業中はこまりさんのライブループしてます。嬉しい。このライブがあと100回ぐらい続いたら素材もいっぱいになるからね。常に流す音源があるよね、常に。頑張ってライブ継続しよう。ありがとうございます。指サックで楽しようとレジン初期使ってみたとき、サイズちっちゃくて血が止まりそうで。ピッチピチの指サックだったんだ。指サックってでもサイズちっちゃかったりさ、分厚いやつ多いよね。多分紙がめくりやすいようにかわかんないけど、分厚いやつ多いよね。血が止まるのやばい。ねえ。いいかな。どんどん白色を入れてってる。白ちょっとガードし忘れてたから固まってないから大丈夫かな。手でガードしとこう。こまりさんのライブ見てたら UV ライトいらずですね。だよね。今ここに映ってるこの画面でレジンが固まるってことになるもん。めっちゃ厄介じゃん。画面越しで固まるならこまりレジンずっとつけていればライト不要です。電気代が節約できるよね。UV ライトだけひたすら流す YouTuber こまりさん。ねえ、これでライト買わなくても36W でガッチリ固めれるよみたいなね。今塗ってるのは何色ですか？今塗ってるやつね、ナチュラルホワイトなんだけど、ホワイトと自分の監修した着色剤のね、ナッツカラー、ベージュとモカの間ぐらいの色なんだけど、これを混ぜてる。ホワイトがメインで、ホワイトどこ行ったんだ？ホワイトがいないぞ。着色剤のホワイトどっか行っちゃった。なんでやねん。1時間前ぐらい使ったやん。ホワイトがいない。ホワイトとね、ナッツをちょっと混ぜたやつなんだけどね。
で、ナチュラルホワイトって色にしてる。こういう感じの色にね。画面だと伝わるのかな、このホワイトは。ねえ。気になりすぎてセリアさんのモールドのエコー商事さんに今電話してきました。あ、すごいありがとうございます。エコー商事さんってくまちゃんモールド、シャカシャカのくまちゃんとかうさぎちゃんとかイニシャルの出してるとこだよね。知的は取ってないから商用可能。あ、よかったね。今販売してる人めっちゃ多いからその人たちはセールでよかったね。ただセリアさんも同じこと言ってたけど、社名を出しての販売はダメだって。あ、なるほどね。エコー商事のモールドで作りましたみたいな表示がなければ OK。わあ、そうなんだ。だから責任は取りたくないってことだね、つまりね。うさぎちゃんのシャカシャカとかくまちゃんのシャカシャカとか、くまちゃんの立体モールドもエコー商事やったわけ。あれも大丈夫ってことだね。すごいちゃんとリアル伝突してくれた方ね、すごい行動力がありがとうございます。じゃあイセリアに置いてあるカラーワークとかモールドは今んとこ大丈夫そうだよね。その辺しっかりさせてよね。ね、すごいありがとうございますだよね、本当に。かわいい白色ね、ちょっとね真っ白よりナチュラルな感じでね可愛くなるんで気に入ってます。あ、こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。今水仕事しながら見てるんですけど、コメントしたいのになかなかできなくてジレンマ。ダメ、そのままコメントしたらさ、スマホ濡れちゃうよ。とりあえずライトこぼれたらコマリンさんの動画のぞき見て交換させます。みんな間違えて覚えちゃってる。私の動画見たらレジン固まるって勘違いしちゃってる。ね、固まるとすごい便利だけどね。夏カラーほんと可愛いですね。そうそう、ピンクとか黄色に混ぜてもね、くすませれるからすごい便利な夏カラーは。ね、いつかお金に余裕ができたら結構高いんでね。まあしょうがないんだけど、開発にめっちゃ金かかってるから。ただ1000セット突破して最近嬉しかったとこ。6本セットで、クロアチャショップで買うと3600円かな。そして、楽天とか、ヤフーショッピングとか、アマゾンだと4200円なんだよね。600円高い。だからクロアチャショップ公式で買うとだいぶ得かもしんないってやつだよね。ぜひ検討してみてください。わあ、小まりさん間違えて高評価をしてるつもりが低評価をしてるこういうやつだよね。ね、すいません、押し直してきました。ねえ、あれ何なんだろう。私低評価ボタンの意味がわからないんだけど。自分の YouTube でも別に低評価ボタン見えないんだよね。何人押したとかそういうのが。何のためにあるのかわかんない。違反動画を YouTube がわかりやすくするように用意されてるのかな、低評価ボタン。たまに低評価が見れる YouTube の人とかもいるから設定とかがあるのかもしんないな。私の YouTube 管理画面では低評価の数は見えてない、今んとこ。でも押し直したら大丈夫だよね。ありがとうございます。高評価ボタン。30分だけお昼寝しようと思って目を閉じたら1時間半ぐらい経ってました。すごい、3倍寝てる。だいぶ間に合ってよかったね。間に合ってよかった。1時間半ってなんかいいね。なんかそんぐらい寝ると気持ちいいよね、お昼に。30分の予定だったのにね。間に合ったから大丈夫。よいしょ。洗濯物取り込んだら私も制作しようかな。なかなか売れなかったので、アドバイスの動画をもとに少しずつ試してっていってます。そう、写真頑張ってほしい。写真すごい大事だからね、ぜひ。動画見てくれてありがとうございます。お盆に思いかなって感激でした。めっちゃ嬉しいですね。やったー。私も最初の方すごい嬉しかったんだよね。6年前売れた時初めて。ね、その記憶がこんな忘れっぽい私でも覚えてるぐらい嬉しかったからね。よかったー。おめでとうございます。はじめまして、楽しんで拝見しております。商用利用や UV ライトのことも勉強になります。UV ライトって、そっか、日焼けのことだよね。画面越しのやつは、あれも勉強ではないよね。そっか
待ってね、水飲もう。治ったかな？うん。ベタつき動画さ、出してるんだよね、ショートに。うわー、ちょっと待って、これ。こう、そげるかな、ハサミで。ベタつき動画はね、ショート動画に原因を出してるんだけど、お日様に当ててもダメってことはもうレジン液がダメじゃないかなって思うんだけど、安いっていうか、ベタつきが残りやすいレジン液を使ってるか、そうだよね、ライトが弱くてベタつくのもあるんだけど、お日様でもダメってことはレジン液だと思う。多分ね。こんにちは、海レジンキットのことで質問があるんですが、こまりさんのインスタの投稿に質問していいですか？それしてもらえるとめっちゃ助かります。ぜひ、どこの投稿のコメント欄でも大丈夫なんでね、コメントで聞いてもらえると助かります。DM が見れないんですよ、私。見れるっちゃ見れるんだけど、なんかバグっててすごいことになってる。やっぱね、毎日海外の人からめちゃくちゃ DM が来てて、海外から来るんだよね。2、30件毎日来るかな。あなたの作品はどこで買えばいいですかとか、海外に送ってくれますかとか、なんかこの作り方どうですかみたいな、海外から、日本人からの DM はかなりね、私が毎投稿で DM じゃなくてコメントで聞いてくださいって書いてあるからね、日本人の方はすごいみんな気をつけてくださってて減ったんだけど、海外からめちゃくちゃ DM が来るので、コメント欄で聞いてもらえるとね、すぐ答えてるんで、ぜひ聞いてくださいね。ありがとうございます。レジ液持ってたら笑っちゃって垂れました。ダメだ、それは。垂れるのはダメだ。笑っちゃった。大変だよ、一回垂れると吹くのね。すごいです。皆さん、与える力がすごすぎです。ありがとうございます。ねえ、お勉強になるよね。いろんなことが知れてよかった。私も困りライブでなんか知ったことがたくさんあるな。みんなに教えてもらったことが。やっぱり一人じゃ調べるの限界があるよね。よかった。よし。低評価押してる人がいないんだよ。そうなんかな。でもなんだろう、ゼロすら表示されてない数が見えない、自分から。夏カラーは単品でしか使ったことがなかったから、今度混ぜ混ぜして他の色を作って作品使ってみますね。そう、ピンクとかもめっちゃ相性いいよ。桜カラーとナッツね、ほんとちょびっとでいいよ。爪楊枝の先ぐらいポヨンって入れるだけでなんかまた違う色になっていい感じ。ありがとうございます。調べていただいて。ナッツと白かわいいってね。なんかナチュラルっぽいホワイトかわいいよね。かまりさんの影響が強すぎて、とうとう一眼レフカメラを購入してしまいました。すごい素晴らしい。でもほんと一眼はあると世界が変わるから、なんだろう、仮に作品うまく撮れなかったからもう使うのやめようってなったとしても、なんか旅行とかで一眼で撮るとやっぱいい写真が撮れるんだよね。私はね、ズームレンズを買っていつも子供の運動会とかでめちゃくちゃ拡大してめっちゃ綺麗な写真を撮って一人で自己満足してる。そっか、今から勉強だね。そして私動画に書けばよかったって思ったんだけど、一眼レフって基本的に暗く撮れるから後から加工必須なんだよね。明るくしたり、その辺もちょっとね、勉強と思考を繰り返していく感じになると思うね。素晴らしい。UV ライトの話で笑いながら集中して YouTube 見てたら、手元の制作中のアルファベットに塗ったぷっくりレジンが固まりかけてた。みんな UV ライトのせいで失敗してるやん。ちょっとコメントの影響が大きすぎるね。画面越しに固まるから映さないでくださいって書いたこのコメントの影響が大きすぎる。固まりかけてたん大丈夫かな。小麦さんの動画で好きなおなじみの好きなミュージックがずっと BGM でいいですねって。私今回からね、めっちゃ大好きなシャローさん、こぼしちゃった。シャローさんメドレーにしてみた。今回からね、どんな感じで聞こえてるだろう。自分の声とのバランスも大事じゃん。 BGM も聞いてほしいし、自分の
声が邪魔になってほしくないから、なんか音量が難しいなって思いながらね、何回も仮配信で練習してた。シャローさんの歌いいんだよね。やっとライブ見れました。いらっしゃいませ。一回出そうキーワード。そろそろプレゼント企画実施中。本日のキーワードもふもふです。かすみそうがもふもふのもふもふね。なので、インスタもしされてる人がいたらね、この後ぜひ企画にご応募ください。息子が急にそばに来てそっとお土産のクランチチョコを差し出してくれた。めっちゃいい子じゃん。クランチチョコをお土産に買ってきてくれたってこと素晴らしいな。私もお土産にチョコ買ってきてもらいたい。いいね、いい息子さんだ。でもさ、夜更かし息子ちゃんだよね、確かね。最近夜更かししてる。で、最近昼夜逆転戻ってきた。やっと最近毎日6時に起きてる。で、何時だろう、11時ぐらいに寝てる。健康的になってきた最近。よし、これちょっと分厚くないとこう下の段が多かったから。あと今10本終わって、あと3本だね、カラーは。あれね、なんか1個おかしいやつだったけど、削ったっけな。ハサミでやったか。やっとライブ見れました。読んだよね。よかったー。最後までライブ見たかったけどごめんね。チビがお腹空いてぐずり出したね。早い夕飯いってらっしゃい。いつもありがとね、忙しいのに。じゃあこそありがとう。クローチャライトだとベタつきます。だってやっぱライトとレジンの相性ってあるんかな。なるほどね。使ったことあるんだけどね。ライトがな、私が使ってるライト時によって違うんだよね。3ヶ月おきにライト変えてるからね。今使ってるのネイル工房さんのライトなんだけど、なんか昔の配信でもさ話題になったよね。ライトとレジンの相性があるみたいなね。どうなんだろう。ってこともそのレジンが売ってるとこのライトを買ったら間違いないってことかな。大体同じショップのライトとレジンを使ったらね、相性がいいってことかな。この辺の謎もね、解明したいよね、いつか。ライトの周波数ってのがあるんだよね、確か。周波数がライトによって出てる周波数が違うとか、そういう関係があった気がするんだよね。ちょっと薄いわ、これ。音楽と声のバランスいい感じ。よかった。この配信の前にも何回もテストとか一人言ってさ、録画して自分で見てた前回それ間違えて配信しちゃったんだけどね。配信ボタン押しちゃったんだけど、テストとか言って。前回までのポップなミュージックもとても好きでした。本当に癖になる曲がいくつかありました。前回のやつさ、自分でも聞いてみたんだけど、すごいいきなりポップになったり、いきなりしんみりになったり、結構ね、いろいろあって面白かったよね。今回のやつもシャローメドレーだからいろんなのがあるはず。夜更かし息子が先日妹夫婦の家に泊まりに行って一緒に遊園地行ったりしたから、いいなー。泊まりに行ってきたんだ。偉いね。遊園地いいな。いや、それにしてもなんかお盆はすごいことになっちゃったね、台風でね。私昨日上陸したんだよね、私の家に私の家ちゃうわ明石に台風が上陸したんだけど、全然ねそんなひどくなかったんだよね。でそれより私の周辺の地域の方が結構ひどかって、姫路とか鳥取がひどいかな今一番。鳥取とかね、あと静岡もひどいことになってるよね今ね。だから台風が上陸するとこよりその周りの方が強くなるパターンもあるんだなって思った。意外とねそんなに風が強いなぐらいだったね。こんなお盆大変なことになっちゃったね今年ね。いいかな。参戦セリアで売っているネイルパーツ、ブレイスさんのパーツを使ったアクセサリー販売は OK だそうです。転売はダメとのことでした。そうだよね、ブレイスさん OK って誰か前半でも教えてくれたんだけど、やっぱあれかな、ラクマとかメルカリで
セリアとかダイソーのものを100円で買ったやつをさ、なんかめっちゃ救急車来てる、大丈夫かな。100円で買ったやつを300円で売ったりしてる人結構いるじゃん。あれがダメなんだよね、きっとね。転売がダメってことか。でもセリアさ、ネットショップやればいいのにね。私この前ダイソーのネットショップ見てみたんだけど、品揃えめちゃくちゃ悪かった。どうやら近所の店舗からうちに送ってくれるみたいで、その店舗で在庫がなかったら在庫なしになるみたいで、ダイソーのサイトってめっちゃ品揃え少なかった。ベスト10のって言ってる動画見ちゃった前回かな、前々回か忘れたけどね、配信10分前ぐらいに練習してるやつ間違えてね、本当の配信ボタン押しちゃったんですよね。恥ずかしい。家に上陸そう、うちに上陸した台風が。インスタで上げてた地域猫ちゃんの家。そう、地域猫ちゃん心配だったけど大丈夫だったしね、ちゃんと段ボールで囲った小屋で寝てくれてた夜。すごい心配だったけど、この辺り地域猫が私の家の周りに、20匹ぐらいいるんだけど、まあ今日の朝ちょっと、近所散歩してきた時、大体のやつがいたからみんな大丈夫だったっぽい。やっぱ猫は猫で安全な場所を見つけてね、過ごすんだろうね、台風の時とかって。なんかすんごいやばい風直撃するから、風がやばくて看板とか飛んできて家に当たって壊れるんかなって想像してたけど、そこまでだった気がする。台風ってなんだろう、東側とかの方が風が強いって言ってたよ、テレビで。台風の目より台風の目の東側とか南側だっけなの方が風が強いらしい。無事過ぎ去ったけどね、今日も大変なことになってるからね。これで全部塗ったかも。全部固めて、ここからチェックしてチェック。ちゃんと全部塗れてるか。薄いやつとかもう一度塗りしときたいしね。これでだいぶ塗れたと思う。そうなるとまたぷっくりやっていかなきゃダメなんだけどね、私もうぷっくり難しいってか集中しなきゃできないから、ライブ配信で垂らしそうだね。めっちゃ垂らしそう。どうかな、どうなるでしょう。ほんと、そう、猫ちゃんみんな心配してくれてるね。猫ちゃん幸せに生きてほしいよね。野良でも家猫ちゃんでもね。台風来る前の方が、そう前日の夜の方がすごかった。夜中の3時頃。台風ピンポイントで小森さんの家に上陸。そう、うちにやってきた台風。言い間違い可愛すぎるって。ありがとう。上陸したの私の家に。そう。面白すぎて作業無理。猫ちゃんたち無事でよかった。そう。うちの猫ちゃんね、もう、住んで4年目になるんだけど、うちの駐車場に。私が猫アレルギーだから飼うことはできないんだけど、その地域猫ちゃんをみんなで育てようって地域で、猫たちのトイレがね、お寺さんが開放してくれてたり、近所の人たちが協力して餌やりをしてて、いっぱいいるんだよね、猫ちゃんが近所に。その子たちはみんな無事でよかった。よし、できた。色塗りができたので、特に薄いやつもないかな。今こんだけ、待って、完成してるやつが混じっちゃってるな、どっかに。数がおかしいもん。あれ、これ完成品じゃないかな。完成品が紛れ込んでる。作りかけのやつに。これで OK なんで、ぷっくりをやっていくか。大変なぷっくりをやっていこうと思います。で、ぷっくりは、作成動画とかでも、高粘土レジンをね、使ってやってたんだけど、実は私普段はサラサラタイプでやってるんだよね、表面ぷっくり。ただサラサラでやるとめちゃくちゃ垂れやすくなるんで、もうめちゃくちゃ集中しないとできないんだけど、まあライブ配信なんでぷっくりタイプ使おう。これはなんかモールドのちょうどいい高さのやつをね、こうやってやる感じ。違う、ぷっくりやる前に一回段差埋めなきゃダメなんだった、サラサラで。拡大しようか、ローガン族の皆様のためにね。
こんにちは。ヘアクリップは全部ヤスリかけますか？かけないですよ、全然。私、ヤスリ大嫌い作家なんで。どのぐらいにしよう。このぐらいにするか。このぐらいのやつでやりましょう。うちの庭をたまに通り過ぎる野良猫がいます。お、息子に山田くんと呼ばれてる野良です。山田くんって面白い名前だ。なんか、野良猫が来る家って風水的にいいらしいよ。ほんまかな。待って、いつもこっち向きの方がやりやすい。私左利きだから。こっち向きにしよう。どこが真ん中はこの辺か。ちょっとやりにくいの。ちょっとカメラごと動かすか。一回こう動かして、これでいこうか。ね。この状態でやってみよう。サラサラでやるの見てみたいです。見たい。難しいよ、サラサラめちゃくちゃ。もうね、サラサラで、あ、待って、白が混じってた、まだ。ブラシで白つけてなかった。この失敗結構やるんだよね、私。白拭き取り忘れて使って混ぜるみたいな。多いんだよね、昔から。一回拭こう。サラサラでやるとさ、あと一滴垂らしたら垂れるなぐらいの駆け引きが多くて、すごい難しいサラサラでやるやつ。で見るあれただダンスの大変だからな。まずこっちの段差埋めるでしょ。なんか動くな。違うモールドも使おう。何を使おう。そうもう動く。動かないようになんかいろんなものを組み合わせる。こんな感じかな。いつもこの組み合わせの気がする。これでまっすぐになっているのか。まっすぐになったかな、これで。ね、こんな感じ。台風も遠心力が働いてるから一番外側きつい。あ、そっか、やっぱそうなんだ。夢に大したことなかった。あ、大丈夫だった。なんか新幹線が西明石から向こうが止まってたからさ、そっちの方大変なのかと思ってた。鳥取がすごいよね。なんか一番外側だった鳥取がね。やっぱそういう遠心力の力であるんだね。だからすごいやばいのを想定してたからね、思ったより大丈夫やってよかったんやけど。クリップをこまりさんの動画見て作ったら上手くなったねと旦那に言ってもらえたのですが、しれっと一つ旦那が使ってて笑いました。欲しかったらしい。かわいい旦那さん。すごい褒めてもらえてよかった。クリップってなんかハサミ用のやつかな、いろんなものをね。よかった。旦那さんが使ってくれた。全然レジン液足りてないっていうか、まずそもそもこのレジン液がほぼ空っぽなんだから、新しいやつあげようかな。安い大嫌いだって面白い。そう、ヤスリが苦手。嫌いというか苦手かな。私昨日さ、この、またヘアクリップ作ろうと思ってね、何個だっけ？何個ヤスリかけたっけ？ここにあるだけ合わせて15個ぐらいヤスリがけしたら手がおかしくなっちゃって、やっぱりライブで検証した一番よく削れたヤスリを使ったんだけど、それでもやっぱ手がおかしくなっちゃって手がビリビリになっちゃったからさ、今日あんまりヤスリを使えない日だなと思って、昨日使いすぎておかしくなっちゃったからね。やっぱ手がビリビリしちゃうから苦手だな。でまずこの段差ね、さっきカラー塗ったからカラーがない方のクリアの部分を塗って軽く固めておく。この辺からね集中しないと横に垂れて失敗するんだよね。だから集中していこう。これはそのままインします。これ完成してるやつやんな。手に置いとくか。やらなきゃいけんやつをちょっと一回こっちにやろう。うるさいからね。
いろいろと悩んでいて、わからなくなってきたので、思い切って質問します。アクセサリー台紙のデザインシンプルな方がアクセサリーが目立ちますか？わあ、難しいよね、アクセサリー台紙。シンプルな方が、いろんなデザインに合わせやすいからいいと思う。私なんか結構台紙の種類多いんだよね、めちゃくちゃ。台紙ね、台紙こんな感じで、なんかもう何種類も自分用に作ってるんだけど、そうだな、シンプルの方が使いやすいかな。でも、私花の作品とかだとこの花とか宇宙とかいろんな台紙があるんだけど、シンプルなやつが一番使うな。こういうね、花の作品だったら花の台紙にしたり、何かが影になってる。自分の手か。ねえ、いろいろ用意してるんだけど、一番使うのやっぱシンプルなやつを使ってるから、いろんなやつに使い回すならシンプルがいいかなって感じ。で、宇宙の作品だけ宇宙用台紙っていうのが実はあったりするんだけどね、こういうね、何種類か作ってる自分で迷うよね。一番使うのこんな感じのシンプルなやつがいいって見えてない。こういうのが一番よく使うかも。すごいいっぱい作っちゃってるんだけど。シンプルタイプが多いな。参考になってるのかこれは。この間のレジンの作り方を学んでからヤスリがけ減ったかも。本当にそう、ヤスリがけをね、回避しながらね、やっていくんだよね。ということで、こっからぷっくりやろうと思うんだけど、まっすぐ平面になったね。ぷっくり頑張ろうか。ちょっと一回ぷっくり駅でやるね。コンチャスいらっしゃい。かわいいコンチャス。ヤスリの粉で手がどうなったんですか？粉関係ないよ。ヤスリの、手に力入れるじゃん、ガリガリって。手の疲労でね、手がしびれちゃったの、私の。15個ぐらい削ったら。1日10個ぐらいまでって思ってたんだけど、調子に乗って15個削ったら、手がめちゃくちゃ痛くなっちゃって、今日もまだちょっとしびれてる。だからね、あんまりヤスリを使わない作品がいいんだけど、やっぱこういうのってどうしてもさ、ヤスリがけしないとツルツルにならないじゃんね。だからあと30個ぐらい削りたいやつあるんだけど、手のビリビリがあるって感じ。ここ早速垂れそうになってる。大丈夫かな。怖いよ。アップにしなきゃね。早速垂れそうになっててめちゃくちゃ怖い。これは配信向きではない。ちなみに次の金曜日はね、アルファベットのまだ作ったことないね、レインボー空シェイカーじゃない、レインボー空アルファベットを次回作ろうかと思ってるんだけどね。やっぱアルファベットってでっかいからさ、よく見やすくて配信向きなんだよね。で、夢色みたいな空に雲が浮いてるアルファベットを次回やろうかなと思ってる。次回は金曜日のまた20時ぐらいになるかな。20時ぐらいにやろうかなと思ってるんだけどね。その回ではアルファベットの雲入りの何かにしようかなと思ってます。なんか歪んでるな。歪んでるぞ。フリーな。小森さんの講座がいろいろ見られて嬉しい。講座見せれてるかなねえ。見せれてるといいな。すごいもう、ヘアクリップ動きまくってやりにくいな。なぜこんなに動く？こんなと下に引いてるよね。でもここの穴からさ、垂れるんだよね、とにかく。これを避けたいよね。ヘアクリップ作ったことある人ならわかると思う。みんな1回はやってると思う。この穴からレジン垂れてきて終わるやつ。それを避けたいんだよね。で、ちょっとだいぶ液少なかったんで、やっぱり怯えが出たね。怯えが出て液が少ないんで液を足す。大丈夫ですかね。そう、大丈夫。1日ちょっと
手を使う作業を控えるとマシになるんだけどね、何日も連続で研磨するとやばいことになる。手が弱ってる。スマホのしすぎなんだけどね、元の原因が。で、今パソコン買ってからスマホ使う頻度が下がったんで、だいぶしびれが良くなってきたんだけどね、それまで半年ぐらいもう常に手がしびれてた。スマホやりすぎで。スマホやりすぎっていうか SNS のやりすぎだと思う。ぽってりぽってりぽってり。水曜日から子供たち学校だ。めっちゃ早くない？学校。すごい。うち27から学校やった気がする。水曜日からってことは、あさってからか。すごい。お母さんお疲れ様でしただね。夏休みの間。そっか。台紙たくさんあってびっくり。なるほど。踏ん切りがつきました。踏ん切りつきましたか。よかった。そう、たくさん作ってみてるんだけど、実際シンプルなやつばっか作るから、そんな使わないよねって感じ。シンプルなやつ1個でも十分じゃないかなって思ってる。縦と横があるといいかな。作品によって横の方が映える作品とかあるからね。ショップカードはね、私めちゃくちゃあるんだけどね、たくさん。2週間おきぐらいに買えてるから。こっちのちょっとブルブルしようかも。よくわかんなくなってきた。でもできてるかな、大体。この辺が怪しい。このぷっくりが大変なんだけど楽しいんだよね。全部きれいにぷっくりさして、下が多くのがどうにかしたいな。次テープ貼ろうかな、下に上向きテープ。とりあえずこれ1個は作っちゃおう。くるくる回していろんな角度から見るって感じ。足りてないね、息は。全然足りてないや。今年からミンネでレジン販売していて、インスタで外国の方から DM でメッセージ来ました。片言の日本語ですが少し怖くて。おまりさんも返信しますか？しない。私ね、DM 外人からね、1日20件ぐらい来る。今 DM 自体を全員に返信してないんだよな。外人がすごいさ、あなたの作品を買いたいですとか言ってこない最近ね。どうなんだろう。返した方がいいんかな。でも海外に発送するってなるとさ、ハンドメイド品ってもうそんな高いものじゃないからさ、海外に送るお金の方がめちゃくちゃ高くなっちゃうんだよね。だから海外の人に売るのってあんまりメリットを感じられないからな。返さなくていいと思う。そして大体そういう人ってめっちゃいろんな人に送ってるんだよね、同じメッセージをね。だから反応しなくていいと思う。ソーリーとか返す必要もないと思う。返すとなんかややこしくなりそうって思ってる。できたかな。いやー、ここがまだ足りてないね。でもこれ商品にするやつだからな。完璧にしたいよね。今んとこ完璧。今んとこ完璧とか言ってさ、固めたら塗り忘れてるとかあるんだよね。こういうとことかよく塗り忘れがあるんだよね。しまった。DM 来るよね。100均の DIY コーナーなんかで売られてる紙やすり、あれ意外とゴリゴリ削れるので、この前買ったね。まだ試してないや。100均会の時に買ったけど、やすり何種類か。やっぱ100均動画も作んなきゃダメなんだよな。この販売会終わったら作り始めようかな。でもあれかな、やっぱ1500円のヤスリよりは削れないだろうなって思うけど、でも形状によっては削りやすいとかあるもんな。よし、この辺がやけに足りてないとこ足して、で固めよう。でサラサラで作るとね、かかる時間が2分の1ぐらいでできるんだよね。ただ垂れたら終わるっていう感じ。ちょっと大丈夫かなこれ。垂れませんように。
どこまで読んだかな。ライブするのは今週の金曜か。そうそう、学校は来週の金曜日から。そっか、私ね、多分来週の金曜日の次の月曜日から子供たち夏休み終わりだな。台紙はシーンで買いました。安いけど大量だから使い切れ。そっか、台紙シーンに持ってるんだ。そんな大量に来るのか。使い切るぐらい来た。こにゃにゃちは。こにゃにゃちはって大事になさってください。了解です。ありがとうございます。今日はもうヘアクリップもりもりしてればね、手を使うこともないんで、このまま全部のクリップをもりもりしようと思ってる。ただ配信でやると微妙やなと思って、失敗したくないんだよね。とりあえず1個はできたんだけどね、こんな感じで。これでピンとあったかな。1個完成ね。ちょっとまだ何回か硬化したいんだけど、こんな感じで1個完成したんだけど、これを残り12本やりたいわけだけど、大丈夫かな。本当は集中してやりたいから配信でやるべきとこじゃなかったですよね。ということで、切り替えてこっちにしよう。これ組み立てやってこう。じゃバレッタの1個さ、かすみ草で作ってみたんだよね。今日のキーワードがね、もふもふなんだけど、もふもふ1個もふもふバレッタ作ってみたんだけど、これがどんな感じになるかコーティング剤を入れないとわかんないからさ、ちょっとやろうかな、このまま流れで。倒しかけた。やっぱり来るんですね。そうだよね。怪しそうだよね、めちゃくちゃ。やっとランスイッチのバリ取り、すごい。そんなにバリ取りやってさ、手痛くなんないか心配。私昨日ね、こんな感じでさ、30個やってたらさ、手が15個やったんだ昨日。こうやって15個やったら手がおかしくなっちゃった。しびれて。これ戻してね、ちょっと作業をヘアクリップ固めとくか。もうちょっとバレッタに変えよう。バレッタはね、これは続きからだからビーズつけるとこからだな。楽しみって。楽しみ、よかった。私ミニルーターでヤスリがけしてます。そう、ミニルーターも持ってるんだけど、ミニルーターってさ、振動くるじゃん、機械から手に。あっちの方がね、しびれがやばくなる、なぜか。だから穴開けで使うけど、ヤスリがけで一気に何十個やるときにミニルーター使わないな。それが使えたら楽なんだけどな。そしてそろそろ返事したり。そう、出会いっぽい外人って結構いるよね。出会い系っぽい外人。さ、男の外人からさ、口説き文句みたいの来るよね。おはようとか言ってさ、あなたのことを考えていますとか言って知らんしみたいな。外人からのナンパみたいな DM 来へん？私だけかな。みんな来てそうな気がする。特にアイコン、顔っぽいアイコンにしてる人とか多分来てるんじゃないかなって思うんだけど、口説き文句みたいな DM 結構来る。以前抽選販売で購入させていただいた商品の台紙。くまちゃんの柄が可愛くて撮ってあります。嬉しい。撮っといてくれたの。くまちゃん台紙もね、ちょっとお気に入り。特別な時に使ってるんだけど、くまちゃん柄の台紙も結構気に入ってる。これしかもボコボコの何紙だろう。これの紙、ちょっと高い紙使ってる。これも気に入ってますよ。ってことで一回この着色剤とおしまい。これ合体作業してこう。どうしよう。かすみ草の仕上がりだけ見てからかすみ草をやろう。とりあえずこのかすみ草の合体をやろう。裏の森とかもしてないから結構いるな、レジン液が。そういえば今日お盆セールの作家のためのレジン4本届きました。
安くなってったっていうか、3本で1本おまけでしたもんね。楽天ポイント使ったら4000円切った。あれでさ、結局1本あたりの価格が定期便より安かったよね。計算したけどね。よかった、安く買えて。ポイント使えるのいいね、楽天って。やっぱね、私もハンドメイドの口座を楽天銀行にしてて、で楽天カード作って楽天カードで全て材料買ってるからさ、めっちゃポイント貯まる。あ、こっちでやってるよね。合体してホビーズを。ビーズ合体。わあ、手が。あ、入ってないな、きれい。溜まってないな、ビーズ。待って、よくわかんないことになってる。手袋べちょべちょになるやつだ、これ。それがいいですねって。しないの即答で反省しました。想像しない。欲しい、綺麗、欲しいってめっちゃ褒めてもらえてる。クリップよかった。今一緒に固めてる。欲しいね。YouTube 販売。今になったらね、YouTube 販売を始めるつもりなのでね、その時にいろんな欲しい人いっぱいにちゃんと届くといいなと思う。いつも売り切れちゃってね、全然買えてない人が多いからね、そのためにヘアクリップ頑張りたい。このなんだっけ、かすみ草のさ、モフモフでバレットはどうなるだろう。ポコポコつけたら他のと違う雰囲気になりそうなんだけど。これなんでこれ作ったかっていうと、かすみ草が余ったからね、なんか作ったんだけど。いい。これだけ話しながらさすがですって。あ、嬉しい、褒めてもらえた。綺麗ですよね。ありがとうございます。台風は渦の左側がひどくなる。左側ってことは西側ってことかな。西で合ってる？そういうことだよね。明石に上陸したのに鳥取がめちゃくちゃになってるから。きっとそうだよね。外国人からの DM って個人情報を抜き取り目的の可能性もある。多いよね、今本当に。あと多いのが、あなたは当選しましたとか言ってタグ付けされるやつと、あと変な、グループに入れられるやつも多い。40人ぐらいもう入ってるとこなんか誘われるやつ。もう詐欺バレバレだよね、あんなのね。今から詐欺しますって言ってるようなもんだよね。怪人は危険だなぁ。ツヤツヤ綺麗ってありがとうございます。なんとか1個成功した。あなたはとても素晴らしい人ですみたいの来るよね。私の何を知ってるのって思うのが来る。そうそう。何を知っとんねん、ほんまにな。顔もしないんやろうがって思うけど。来るよね、なんか。かすみそうかわいいね。かすみそうってポコポコしててかわいいよね。なんかすごいサイドめっちゃ濃く映ってる。これ画面で見ると。初コメです。外人の方からの DM、 ハンドメイド作家さんあるあるらしいです。あ、作家さんが来やすいんだ。私も来ましたが、ロマンス詐欺は恋愛させようとしてるわけ？それってロマンス詐欺ってそうでしょ。なんか恋に落とさせるやつでしょ。それ目的で来てるってこと？あなたは美しいとかなんか言ってくるじゃん。なんで美しいのバレてんのみたいな。あ、バレてないけどさ、なんで美しいって分かってんのみたいな。来るよね。ロマンス詐欺だったんだ、あれ。男性から来るんで、顔アイコンとかついてる。あるあるだったんだ。こんにちは、久しぶりに生配信見れました。やったー。こんにちは。ありがとうございます。私はミネ登録し販売してるけど、いつも来ないですね。初老だからかな。多分ね、アイコンで選んでる気がする。違うかな。アイコンで女性ってわかる人に送ってる気がする。インスタの DM ね。なんかの基準で送ってきてると思う。ただ顔出しをしてないのに送ってくるから、ね、何かの基準でターゲットにされてるよね、きっとね。外国の方からやっぱり来るんですね。そう、すごい来る。こまりさんの配信インスタから YouTube へ日々進化しすぎててすごいですね。嬉しい。そう、進化頑張ってます。今回も
字幕を変えた。ちょっとここにあったコマリン・レジンのフォントとか枠を取ってちょっと見やすくして、ここにあったなんか販売 OK みたいなやつもちょっと邪魔だったから取っていろいろ変えてみた。そして今回から BGM が大好きなシャローなんでね、私が自分で聞き返す時に一人でテンションが上がるという、なんかそんなんしてます。ありがとうございます。ほんまはもっと画質良くしたいんで、今が2万のカメラなんだけど、なんかもう収益がもっとバーって溜まったら10万ぐらいのカメラ買いたいなって思ってる。10万ぐらいのカメラ買っても手元配信に強くなかったら意味ないからな。また調べなきゃダメだ。私のところには DM 来ないけど、年齢バレてるの年齢バレてないと思う。来ない DM なんでだろうね。何を基準に送ってるんだろうね。あと副業でめっちゃ儲けてますみたいな女性アカウントからの DM も来る。それ一時期すごい来た、いっぱい。あれでしょ、それってさ、LINE 登録させて、なんか副業で儲かる方法を教えるので最初は振り込んでくださいみたいに結局お金取るやつなんでしょ、あれって。一時期多かったよね、副業アカウントみたいなやつ。でね、私やり方を変えてさ、バレた。最後に裏面塗ることにしたんだよね。今までは裏面塗ってからコーティング剤してたんだけど、最後に裏面することに変えたからね、コーティング剤やろう。で、前の配信で牛の雫を使ったわけなんだけど、やっぱサラサラタイプだからね、すごい垂れてくるんだよね。ちょっと正直用途がこれ向きではなかったなって思ったのもあって、今回作家でやろうかなと思います。垂れたくないんでね。家事で席を離していましたが、まだやってた。そうやってますよ。まだ元気。まあ私配信終わっても今から夜までやるけどね、夕ご飯も作ってあるからTwitter はエラーカからめっちゃ DM 来ますね。Twitter はさ、私、DM のページ開くと一見何も届いてないんだけど、攻撃的な DM を表示するみたいなボタンがあることに気づいて、一回押したらなんかもう数百件何件来てるかもわかんないぐらいバーって来てて、エラーかっていうんかな、女のアイコン多いよね。女の人アイコンでさ、こっちが女性なのにも構わずさ、なんかなんだろうな、ママ活パパ活なんだろうね、謎の内容が送られてくるやつめっちゃ来てた。ツイッターにめちゃくちゃだね、ツイッターは。ロマンス詐欺っぽいやつは大体なんかシングルファーザーみたいです。シングルファーザーですみたいなのが多いんだけど、上級されようとしてるのかなでシングルファーザーですって言ったらなんかロマンス詐欺できるのかな。でそっからなんかお金払わせるんかな。日本に行きたいのでお金を送ってくださいとかなってくんかな。シングルファーザーですとか言われてもなんか知らんがな、外人さんのそんなん言われてもってね。そっか海外の方の DM で埋まってます。韓国の方からもよく来ますね。ムキムキの人、それもロマンス詐欺狙いってこと？ムキムキってイケメン？何のムキムキなんだろう。筋肉マッチョのムキムキかな。ねえ。ほらだって今さ、韓流アイドルとかかっこいいじゃん。だからそういうやつを装ってさ、ロマンス詐欺に巻き込もうっていう魂胆かな。韓国は来たことない気がする、私。そうだな、そういう詐欺っぽい人と本当にレジにしてる人と両方から来てるから、海外がいまいちわかんないんだけどね。韓国は来てない気がする。弾いてるわ。もうちょっとたっぷりめにこれピント合ってないね、きっとね。表面張力で丸っとさせてからの効果。あと下にやるか。そっかメルカリ副業。そうメルカリ副業一時期すごい今ちょっと減ったかな。一時期多かったよね。あれもさ、気になって調べたんだけど、結局背取りをしろって言っていっぱい買わされて、それが結局売れないみたいな、そういう感じらしいよね。メルカリでも儲かるみたいに言ってくる人。27歳の娘がいる私に国際ロマンス詐欺を仕掛けてくる外国人。
私は見たらびっくりでしょうね。アイコンはピンクの花です。そっかー。そうだよね。なんか向こうもなんか、手当たり次第送ってはいるんだろうけどさ、教えてあげたいよね。もう私は何歳ですとか言って写真送りたいよね。もう何言ってきてんだって感じで。海外の DM 送ってくる人ってスーツ姿にワイン片手に遠くを眺めがちですよね。ウケる。それさ、政治家とかがさ、なんか宣材写真でみんな陶芸してるみたいな写真撮るじゃん。政治家とかなんとかコンサルみたいな人たちってみんななぜかさ手を陶芸してるんだけど、その感じでみんなワイン片手に持ってるんだね。なんでだろうね。それだとなんかいい男感が出るからなんか遠く眺めてるんだ。ミニコワインちゃんのお洋服も着替えましたかね。今回は変えてないんだけど、初期から徐々に色を変えてるかも。服変えるとかいいね。冬になったら、サンタの時期になったらさ、クリスマスサンタの服とか着せようかな。それいいな。アジュンマにも外人から来ないです。そうなんや。何が基準か気になってくるね。私多分、自分のインスタアイコンは、の顔面パーツは映らないぐらいの角度にしたインスタアイコンにしてるんだけど、女性のほっぺたの辺が映ってるなみたいなやつ、それにしてると来るんだよね。なんか送る条件がある気がする。最初の頃からブロックと報告しまくってたら最近ほぼ来ないかもな。私もさ、ブロックは結構するんだけど、最近それ自体減ってきた気がするよね。一時期めちゃくちゃ多かったよね。垂れ散らかしてる。なんかしっかり水塗ってるから。私もメルカリで合ってるかな。不用品。そう、不用品をね、自分で売るんやったらいいんやけど、なんか背取りのやつは多分いらない服をめちゃくちゃ買わせて10万円分ぐらい。これをメルカリで売れば50万になりますとか言って買わされて、それが結局全然売れないみたいな、そんなんやった気がする。メルカリ物販の副業。多分違う、ちゃんとしたやつもあるかもしんない。私が知らんだけで。スーツにワインありがちです。あとスポーツマンアピール系。そうそう、海外の方はすぐ名前を聞いてきますね。ねえ、なんだろうね。最初から口説きに来る人多いよね。韓国ムキムキの人来たことあります。ちょっと待って、韓国ムキムキの人がめっちゃハンドメイド作家に DM してるやん。韓国のムキムキの人だらけじゃん。やばい。同じ人かな。ムキムキのイケメン。イケメンなの？そうなんかやったら許すやないけど。イケメンやったらね、なんかちょっと悪い気しんでね、どうせ詐欺やろうけど、なんかイケメンから来た雰囲気だけで嬉しくなるからちょっと許せるけどさ。ムキムキのイケメンから来るんだ。確かにマッチョのイケメン写真多い。同じ人かもですね。でも何人も来るんですよ、別の人で。同じアイコンで何個もアカウント持ってるってこと？ムキムキイケメンマッチョは。私もさ、DM が全部ちょっとバグってて見れない状況なんだけど、頑張って掘り起こしたらムキムキイケメンマッチョがいるかもしれないってことだよね。あとにちょっと掘り起こしてみようかな、DM。ハンドメイド作家ばっかり送ってるってことかな。ちょっとなんだろう、イケメンマッチョとか言われると興味本位で見たくなる。あとは、あなたの作品は販売してますか？それは来るな。私はどこどこに住んでいるので銀行に振り込むから送ってくださいみたいな。ねえ、それ本気で言ってるのかもしれないんだけど、送ったらめちゃくちゃ送料高いんだよね、海外ってね。俳優割ちょっともう見たすぎる。ちょっと今見ていい？効果中だからしてないかな、DM。いや来てなさそうだな。これちょっと画面見せたいけどさ、なんか結構企業さんからのさ、あれが勧誘が混じってるから見せれないな。こんなんなんか、これは何ですか？見てて美しいですねとかってなんか外人から
いきなり口説かれてもみたいな。すごいいっぱい来てるね。ムキムキマッチョいないよ。あ、非表示になってる人がいる。非表示のリクエスト。これかな。韓国じゃないかな。なんか17万6千人フォロワーがいる人からなんか来てる。外人の。でもムキムキだけど韓国人じゃない。すごいいっぱい来てる。わあ、これはとても洗練されているってかっこいいです。これを褒めてくれただけかな、多分。韓国のムキムキマッチョいないな。めちゃくちゃ DM あるんだけど。私来てない。来た人が当たりみたいになってる。上半身見せてるトレーニング中の写真とかねえ、いなかったイケメン。どこまで読んだかなあ。そうそう、セドリの YouTube ね、多い。あ、YouTube も多いんだ。でもセドリってみんなしたら儲かるわけないからさ、結局セドリを発信してる人だけが儲かるシステムになってるんだろうなって、なんか先入観があるんだけど。いや、うまくやれる人は儲かるんかな。これだ、こんにちは。いらっしゃい。そうそう、確かに名前聞いてきますね。そうなんですよね。情報収集。あ、情報収集もありえそうだね。私のアカウントにはいなかったイケメンマッチョが、ちょっと見たかった。最近インスタ始めたのでインスタ事情はわからないんですけど、DM 閉じることってできないんですよね。私できるんだったら閉じてる、特に。なんかね、閉じれないみたい。あれでもたまに、自分がフォローしてる人からしか受け取らないみたいなやつもあった気がする。私たまに、結構大きい企業さんからね、大事な案件が来たりすることがあるんでね、アロンアルファさんの時とかそうだったんだけど、完全に閉じることはできないのかな。できた気がする、一応。ただハンドメイド作家ってやっぱ閉じれないよね。問い合わせとか、自分のさ、作ったものが壊れてるとか、そういうのだったら、ね、対応しなきゃダメだからな。そんなこんな言ってるうちにコーティングが終わって、なんかモフモフバレットの感じが出てきた。まだこれ裏面塗ってないんだけどね。私も見たかったイケメンマッチョ。ちょっと誰か後でストーリーズでタグ付けして私にイケメンマッチョを見せてほしい。よし、いいかな。歩いてるとこあったら嫌だからな。多分大丈夫。森さんもイケメンには弱い。私も男性は顔面が命だと思ってる。もう結婚したからさ、自分がもう結婚してるから性格どうでもいいじゃん。今顔だけ求めてる現在は。韓国ムキムキがハンドメイドが作家にモテがちってことね。どういうことなんだろう。いつも動画を楽しみに見てます。わあ、嬉しい。ありがとうございます。ちょっとなんかいきなりコメントしてくれたのにすごい話題をしてて申し訳ないです。動画見てくれてありがとうございます。ねえ。今結構これ効果長めにしたいんで、ちょっと出来上がったやつらを並べとこうと。ツルツルができましたって感じで。これは完成してるか。どうなんでしょうかね。相手に一回返事すると続きを送ってくるよね。基本的にそういう人たちってね。韓国イケメン、私はインスタでは花の投稿をしてるのですが、バラバラで言いそうなダンディーな方が多い。ね、私もそっちの方がダンディーから多いかもっていうの、どっちかというと。韓国いなかった。ちゃんと上半身見せてるトレーニング中の写真とか。韓国ムキマッチョ見たさ、DM チェックするコメント面白すぎる。見たかった、いなかった。いや、来て消えてるのかもしれないな。私の DM バグってるから消えちゃうんだよね。なんかもう500件以上あるせいで。韓国マッチョいないかな。あるのかもしれん。すごい本当にね、 DM が多すぎてたどり尽くせないって感じ。
必死に探していく。コーティングってコーティング剤使った方がいいですか？今はノンワイプトップコート使ってます。ノンワイプトップコートってなんだろう。コーティング剤と同じ効果があるならそっちでいいと思うんやけど、私がそのノンワイプトップコートがわかんない。でもコーティング剤って結局ジェルネイルとかのトップコートと同じようなものだからね。それでツルツルできてるならそれがいいと思うんだけど、やっぱコスパが大事だよね。コスパがコーティング剤の方が安いんだったらそっちの方がいいかもしれない。最初ちょっとやり取りしたけど、日本に行くからご飯をごちそうしたいとか言い出したから、そうなの？ロマンス詐欺の詳細ちょっとめちゃくちゃさっきから行動力がすごいやり取りした。さっきセリアに電話してくれたけど、やり取りもしてた。行動力がすごい。離婚子持ちなのを言ったけど、じゃあ家族みんなでって全然させてくれなくて、そこから無視した。やっぱり日本に行くからご飯をごちそうしたいって言ってくるの？そっからどうなるんだろう。DM 設定でできるんだ、やっぱね。もしかして本当のレジン男子だったとしてもムキムキマッチョと思われそうですね。ねえ。いや、韓国ムキムキマッチョレジン作家小井さんの YouTube コメント欄に並ぶみんなのアイコンがムキムキなんだらけになりみんな自分のアイコンにしちゃってやばいね、それは。ワオーって。お顔が命。そう、だってもうね、今もうなんか例えば好きな人できたとしても結婚できないじゃん。だったらもう美しい顔を拝んでね、綺麗なものって見てるだけで幸せじゃん。だから顔しか今、顔だけでいいって感じ。私も韓国ムキムキマッチョ見たかったね。私も見たい。イケメンマッチョになって残念そうな小森さん、かわいいです。ありがとうございます。なんかすごいみんな届いてるっていうからすごい見たくなっちゃったけど、来てなかった。選ばれなかった私は。こんにちは、いらっしゃい。ノンワイプトップコートはネイルの拭き取り不要のトップコート。そっか、ここが一緒なんだったらそれで綺麗にできてるなら良さそうだよね。手術中の来たことあります。手術中あれかな、ムキムキマッチョの仲間。作家でも何でもないですけど、ムキムキも来たことありますそうなんや。作家以外の方にも来てるらしいよ、ムキムキ。できた。モフモフの。いや、ちょっと裏面も塗るね。まだ透明感が足りない。裏面塗らなきゃダメだ、これやっぱ。透明感を求めたいんで、裏面も塗ろう。1個ずつ塗らないと垂れてくるんだったね、これはね。かわいいって、ありがとう。いっぱい作ったよ。DM を閉じたくても閉じれない事情があると、それはそれで大変ですね。難しいよね。結構企業さんから声かかるの DM が多いからね。なんかそれは見逃さないようにしてるんだけど、そうしてもなんか DM が多すぎてね、なんか見るのが大変。順番もめちゃくちゃだし、バグって。この前はさ、なんだっけな、4万のプリンターを拡散してくださいみたいな仕事の DM が来てたんだけどね。なんだっけな、金色のカッティングシートが印刷できるみたいなしてたんだけど、リール必須って言われて、私リールすごいこだわりがあるからさ、なんかハンドメイドに関係ないことを流したくないんだよね。それで断ったことがあったな。ちょこちょこ来る、そういう誘いはね。全然レジン液足りない。このライブが終わったら皆さん韓国ムキムキマッチョを探せになりそうね。でも誰かしらがストーリーズで教えてくれると思ってる、私は。誰かがタグ付けしてこれです、この人ですよってアイコン見せてくれると信じてる今ね。ありがとうございますってね。そう、DM 設定あるよね。だってさ、どこだっけな。大塚さんとか確か DM 送れない設定にしてたもん。ホビーショーの時にタグ付けした時に大塚さん DM 送れない設定にしてたから、タグ付けした通知もいかなかった記憶がある。だからできるんだろうね。
そして、教えてくださりありがとうですって言ってる。あ、こんにちは。コメントありがとうございます。いらっしゃいませ。ムキムキは好みじゃないからな。私もムキムキは別に好みじゃない。自分の好みではないけど、なんか見たい。なんか見たくなる。そうやってみんながムキムキイケメンって言ってると。DM 制限してた？そっか、DM 制限してたら来ないんだね、そういうのはね。見えたかな、全部これ。一番こっち見えたかな。私のとこにもムキムキマッチョ面から DM 来ますように。祈っちゃってる。ロマンス詐欺なのにみんなに見たがられてる。ムキムキマッチョの人はロマンス詐欺じゃんね、多分。そうかな。で、ワイン片手に持ってる人もロマンス詐欺なのかな。よし、一回交換して、さっき間違えて机にブラシちょんちょんって塗ってたからつけっこ。今来ました。コモリンさんのお話リアルタイムで少しでも聞けて嬉しいです。ありがとうございます。いらっしゃい。夕方にありがとうございます。韓国ムキムキさんがなぜ投稿してるのか気になる。何投稿してるんだろうね。何投稿してるんだろう。ムキムキを投稿してるんかな。モフモフバレッタもすでに可愛いです。やったー。ちょっとムキムキにモフモフで対抗してる今回はね。ムキムキマッチョは苦手だよね。私もなんか、細マッチョぐらいがいいかな。何を言うとんねんって感じやけど。細マッチョとかなんか背が高い人が好きだからな、基本的に。ねえ。ムキムキマッチョがさ、好きなのって男の人だよね。なんだろう。男性はムキムキマッチョに憧れるけど、女性はそんな好きじゃないっていうイメージがあるな、勝手に。男性が思っているほど女性は好きじゃないっていうイメージがある。塗り。裏面も塗らなきゃ、こっから。裏面にも塗っていきたいので、隙間塗りをする。ここだ。ダメだ、大事だ、ここ。中までね、塗ります。こんな感じで。透過したいんで。強度アップね。いいかな。そしてちょっと弾いてるところにしつつ。もうなんか、でももうそろそろいつもやったら終わる時間になってきてるね。そろそろ夕飯作るので離脱しますね。ありがとうございます。アーカイブ24時間後にまたアップしますね。お疲れ様でしたってありがとうございます。ね、カーティング台買う予定です。会えるとやっぱ便利かな。作ったお弁当の写真を載せているインスタにはお料理男子の外人さんからの DM が来るよ。そうなんだ。やっぱターゲットに合わせて送ってくるのか。私もレジンしてます。セリアで買った花のモールドを使って大量生産中です。友達の誕生日プレゼントとして。友達喜んでくれるよね、きっとね。頑張ってね。上手になりたいって。ね、今から作ってたら絶対上手になるよ。ありがとね。泥団子、肉団子。肉団子のような筋肉よりナチュラルマッチョの方がときめきますね。だよね。みんなそうだよね、きっと。ちょっと肉団子って例えやばいでしょ。肉団子の筋肉ってすごい想像できるんだけど。ねえ、すごい、なんか、あれだよね、多分もう、レベルに行く人は、体が、なんだろうな、鍛えられて、目に見えて効果が出ていくのがすごい楽しい状態になってると思う、あそこまで行っちゃう人は。体の変化がね、鍛えば鍛えるほど変化していくだろうなって思う。肉団子。ねえ。服とかなさそうだよね。で、3個目の裏面をツルツルにして、裏面のマットさが消えてさっきよりピカピカになるはず。映ってるのかこれ。なんか映ってないね、ほとんどね。私、映ってない場所でやってる。しかもまたどうせピント合ってないんですよ、また。これで大丈夫かな。
1個。あと1個だぞ。コーティングも作品によって粘度の違うものを持ってると便利ですよね。そうそうね、今目の前にちょうどあるやつだと、こっちがねとろーりタイプで分厚く塗って弾かないやつで、こっちがサラサラタイプでね、結構広い面に塗ると弾いちゃうからね、用途を選ぶんだよね。いろいろあるよ。安いやつ、コーティングで安いやつだとペタペタになるっていう報告が最近すごい多いから、ちょっとその辺も気をつけた方がいいかもしれない。100均で買ったコーティング剤どうだろうな、試したいな、そろそろ。この YouTube 販売終わった後に頑張って試してみよう。こんにちは。今日は間に合ったよ。間に合ってる。もうちょっとしたらね、もうすぐ終わるかなって状態なんだけど、間に合ってる。ありがとうございます。お疲れ様です。この時間あれかな、お仕事が終わる人が多いかな。お仕事してた人はね。でもやっぱお盆だからね、なんかお出かけとか忙しい人もいるかもしんないよね。よし、これで裏面全部終わる予定だから、硬化したらモフモフのツルツル、モフモフツルツルが完成してるはず。見えたかな。ねえ。私還暦すぎてるけど、英会話の練習のつもりで金持ちイケメンとロマンス詐欺の人と話してました。英会話の練習になるよね。面白かったらマジで文章書いたらパッとってアンセスタリーもうしないけど、そっか。でもあれだよね、私もさ、最近外人の人に一生懸命返事を返そうとして翻訳アプリとかで頑張ってるんだけど、そういう練習台としていいかもしれない、会話を続けるのってね。でもパッとって帰ってきたらちょっと焦るね。用事してた。ただいま。おかえり。もうすぐ登校日。宿題大変。親が丸つけたりサインしたり。コモリーさんはやってる？私お姉ちゃんがしてた。妹の丸つけは。お姉ちゃんの丸つけは自分でするんかな、あれ。私丸つけしてないけど、そういえばあるよね、親の丸つけしなきゃいけないやつ。小1の子の丸つけは姉がやってた。ただ姉の丸つけは自分でやるのか、それとも私がやるのかよくわからない。登校日、やっぱ来週末からの人とかそのあたりが多いっぽいね。宿題の追い込みどころだね、今ね。そろそろ夕飯の支度してきます。了解です。ありがとうございます。この後のムキムキ動画はアーカイブで見ます。ムキムキ動画、確かにね、ムキムキ気になるよね。そっかそっか。今日も楽しかったです。小森さん、皆さんまた会って、こちらこそありがとうございました。また来てね。私に来たムキムキさんは友達になりたいって言ってて、朝からジョギングして今朝ご飯を食べたって朝ご飯の写真付きで DM 来たりしてましたよ。めっちゃがっつりじゃん。なるほどね。それってもうさ、なんかあれじゃん、ネット上の恋人として会話しとけばいいじゃん、そんなんもう。ネット上の恋人っていうか、なんか日常会話をしてくれるんだったらね、詐欺に持っていかないんだったら、よかった。ギリギリまでやってくれてた。そうそう、もうすぐ終わっちゃうけどやってる。この時期の来客多いなーって。お疲れ様です。来客来てたのかなね。途中から拝見しているのですが、キーワード、出る。聞いてくれてありがとう。全く忘れてた、イケメンのせいで。今日のキーワードはね、かすみ草のモフモフですね。キーワードモフモフでご応募ください。プレゼントするものまだ決まってないんだけどね、何かしら2点を送る。このあたりもプレゼント用にしようかと思ってるんで、先日 YouTube にアップした何かしら2点を送らせていただきます。ありがとうございます。聞いてくれて。全く忘れてた。教えてくれてるキーワードもね。今って夏休み8月31日までじゃない。そう、夏休み終わるの早いの。私たちの時って9月の前半とかまであったよね。9月1週目とかまで。
今8月の28かな、うちのとこは。で、コロナのせいもあるんちゃうかなって思うんやけど、関係ないかな。勉強がちょっと遅れてるじゃん、コロナで休みの時期多かったから。2倍速にして追いつきました。ありがとう。もうちょっとで終わっちゃうけど、追いついてくれた。ね、ムキムキマッチョで盛り上がって楽しかったし、本当やったら私に DM が来てて、みんなにムキムキマッチョを見せて、ね、イケメンだねって言えたらよかったんだけど、私にどうやら来てないみたい、ムキムキマッチョから DM が。いろんな人から来てる。でも外人さんすごい来る、最近は。あんまり見ないんだけどね、順がめちゃくちゃになってるから DM。明日投稿日ですが、明日投稿日めっちゃ早い。投稿日って途中で一回行くやつかな、それとももう入学、始業式になっちゃうやつかな、どっちだろう。かすみさんのバレットはこんな感じになりました。どうだろうね、こっちの方が可愛いかな。なんかまた雰囲気が違うよね。これで髪につけたらね、もふもふっとして可愛いかもしれない。ちょっとこれはかすみ草が余ったんで作ってみたやつで、こっちもまたコーティングしようかなと思ってます。こんな感じになりましたね。ありがとうございました。アーカイブ見ていいねしまして嬉しい。ありがとうございます。ムキムキさんそう、ムキムキになってた今回。イケメンのせいで忘れてた。そう、イケメンのせいで忘れてた。そう、もう終わりなの。3時から始まってね、だいたいいつもこんぐらいの時間に終わってる。2時間半ぐらいで終わる。ライブとっても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。ちょっと抜けたらまだムキムキマッチョの話してるそう、だいぶムキマッチョで盛り上がってしまった。ムキムキマッチョって同じ世代を感じる。もしかしてこれ今の子は言わないワードかなお風呂入ってきました。おかえりなさい。本州の夏休みはみんな8月末までだと思ってました。やっぱあれかな、地域によって違うんかな。我が家は28にもう始業式。埼玉ですが夏休み一昨年くらいから1週間くらい短くなりました。だよね。だからさ、うちもそうなんだけど、短くなったのが多分コロナで春休みがなかった気がするから、春休みが長かった気がするから、そのせいで夏休みを短縮して、その流れで短くなったのかなって勝手に思ってるんだけどね。こんばんは、久しぶりにライブ少し見れました。ありがとうございます。高評価ボタンもありがとうございます。キーワード出しとこ最後だから。この後ちょっと私もご飯の準備して、でお風呂入って夜まで作ろっとねえ。かわいいです。もふもふってありがとうございます。また金曜日こまりさんに会いに行くね。ねえ、ありがとうございます。金曜日ね、イニシャルで雲のなんか作りたい。雲入れた何かのイニシャル語彙力ないけどね。ありがとうございます。かわいいっていっぱい褒めてもらえてる。ムキムキよりこまりさんからの当選 DM が欲しいです確かに当選 DM 誰に行くかな。毎回ね、当選した方1名様に DM でね送ってるんでね、結構インスタライブの応募のためにアカウントを作ってくれた人とか、私だけフォローしてる方とかね、そういう方とか、前々回ぐらい中学生さんにも当たったし、もう本当にガチ抽選でやってるんでね、フォロワー数とか関係なく抽選してるんでね、気軽に応募してください。ムキムキマッチョペンはペットの投稿に反応してきますよ。どうなの？ムキムキマッチョマンか。ペットの投稿に反応してくるんだ。残念なコーリンさん面白いねえ、ちょっと残念だった今回。コロナの影響ね。確かにそれもありそうですね。私8月31日が誕生日なのですが、いつも夏休みの最終日の自分の誕生日まで宿題に追われてました。そっか、宿題追い込み型なんだね。夏休み短くなってるんですね。そう、北海道は冬が長いんだ。で、夏短いんだね。そうだよね、冬の方が外出るの危険だもんね、北海道は。
お邪魔しましたって、今回もありがとうございました。私もそっちのチームの方が嬉しい。ね、お疲れ様でしたってコメントありがとうございます。今日は少ししか見れなかったので、アーカイブでゆっくり見ます。ありがとうございます、いつも。今日まで休みだったんですね。明日から頑張りましょうね。夏休み自体が暑すぎて学校で勉強できる環境じゃないからお家で隔離やりましょうってものなので、そんな感じだよね。熱中症とかなっちゃうんだよね、学校に行くときにね。学校の設備が良くなって冷房ついたりして夏休み自体必要がなくなってきてる。教職取ってた時にやりましたっていうことは現場の声だよね、それね。うちの学校、小学校も今冷房ついててびっくりした。昔なんてついてなかったよね、小学校に冷房なんて。ねえ。次回配信次回から初めに見れますように。次回はね、もう決まってるんだけど、金曜日の8時からやります、次回はね。初めから見れるといいな。細マッチョとか流行ったよね。ねえ、なんかジャニーズとか細マッチョいっぱいっていうイメージだったんだけど。イケメンのせいでキーワード忘れた。キーワードもキムキマッチョにしたらよかったかな。これ G が被って見えてへんやん。まあ、いっか。今回も楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ね、うさみみちゃんやっぱそうだよね。私、うさみみちゃん学生さんで100均でレジン買ってる子だろうなって思ってるから。ダイソー行くんやったら新しい方買ってほしい。だって。ちょっと待って、パッケージがない。もしダイソー行くんやったらこのパッケージのレジン買ってほしいからね。あれ、くまちゃんどこ行った？くまちゃんね。新しいレジンだったらこんな感じで応変 しなかったからね。就職もこっちのなんだ、星空のパッケージの方買ってきてほしい。いつもありがとね。きっと次回のキーワードも決まっちゃうかな。夏休みがっつりあります。そっか、がっつりあるんだ。これ8月までかな。かわいいですってありがとうございます。次回のキーワードも決まっちゃうかな。どうかな、もし次回見れなかった人がさ、予想でムキムキマッチョって入れてくるかもしれないよ。今日は静かに見てたよって、静かに見ててくれても嬉しい。ありがとうございます。途中抜けたけど楽しかったです。お疲れ様でしたってありがとうございます。見てくれて。ね、金曜日も楽しみですって。やったー。金曜日もなんか新しいやつ作れるといいな。うちの娘は8月25から学校。早い。1日行ったらまた休みやったらもうええやんね。そこで行かんで。なんか無駄に1日疲れるよね。なんかもふもふって書くの間違えてムキムキって書いてしまいそう。いやでも今日間違えてムキムキって送ってくれた人も OK にする。ライブ見てないとわかんないから、ムキムキのワード。ね、金曜日書いてくれてるね。20時からね、しますね。キーワード入れた次の日に DM 来てたからドキドキしながら見たら知らない人です。騙されたね。抽選いつか当たってほしい。25日行って休みの人多いね。面倒だね。バレッタも100リップも可愛いね。これやとお揃いみたいで可愛いよね。もうワンチョって書いても大丈夫だよ。長野も夏短くて冬長かったです。長野も寒いよね、確かね。1回だけ行ったことある。金曜日は朝までも決まっちゃった。なんか金曜日どうしようね。ムキムキ楽しかった。よかった。ライブやってたって。そう、今ね、もうコメント読んで終わるところ。ありがとうございます。覗いてくれて。今日もライブ配信ありがとうございましたってね。楽しみにしてます。ありがとうございます。もうなんか楽しみにしてもらえるとすごい励みになるというかね。なんかライブ頑張ってよかったって思えるからとっても嬉しいです。ありがとうございます。そう、夜の20時からちょっと早めだから途中子供寝かせに抜けなきゃだかな。そうだよね。寝かしつけがある人たちがちょっと難しい時間かもしんない。今回も楽しかったですってマッチョね、盛り上がってるね。優しいってありがとうございます。新しいの出てる。そうそう。2回前の100均会でめっちゃ語ったから見てほしいかも。新しいやつは、応変と収縮がなかったんだよね。
100均レジンなのに。今までで一番良かったよ、新しいやつ。今までに一番下が過去のやつね、収縮しまくりでパンダになってるクマちゃんと、弱みがなんか修正されたけどすぐ茶色くなるクマちゃんと、こっちが一番最近出たダイソーのレジンね。一番良かったよ、これが。ねえ、今日も癒しもありがとうございましたって。こちらこそありがとうございました。一旦抜けます。了解です。ありがとね。うち海外からで終わってる。もふもふ、うちのエルもめっちゃもふもふですよ。あ、確かに。もふもふしてるよね。だって仕方ないから夕飯の準備するかって私もしようこの後。ねえ。小森さんはライブのアーカイブ残してくださるので本当にありがたいです。リアタイで見れない時があっても安心感ありますって。よかったー。私がいつか出現とかしちゃったら残さないかもしれないと思ったけど、よく考えたらね、YouTube ライブって後からね、編集でカットできるんだよね、自分が消したいとこ。っていう機能があることに気づいたから、今後もアーカイブをアップすると思う。なんか、やばいこと言っちゃったとしても、そこカットできることに気づいたんだよね、この前。ね、これからもアーカイブ残しますね。で、間違えてではなく、声にムキムキって入れちゃう。そう、ムキムキ。じゃあ今日のキーワードは、もふもふかムキムキね、もふもふかムキムキ。両方 OK にしよう。もふもふかムキムキ。ムキムキね。今日のキーワードは、もふもふかムキムキで、ムキムキの人も正解にする。だって私がアミファってよくしようとして書いたやつもある。もふもふかムキムキかアミファで正解にしよう。全部正解やんっていうね。今日は外出しながらの視聴でほとんど音声のみだったので、あ、そうなんだ。でも音声で聞いてくれて嬉しい。ありがとうございます。初めてリアタイできたので嬉しいです。やった。リアタイ嬉しいね。金曜はムキムキなシェイカー。ムキムキなシェイカーって何？肉団子みたいなシェイカー作ればいいんかな。小森さんの素が見れて楽しかった。レシンのことよりそっちの方が頭に残ってる。残ってた、よかった。ね、100均事情。あ、そうだよね。100均事情。前半の100均事情もすごいためになったよね。寝かしつけといっても仕上げ磨きしたり、布団についていくだけ。まあでもそれをね、親がやってあげるのが手間だよね、結構ね。こちらこそありがとうございましたってね。こちらこそです。そう、100均も進化してるからね。ほら、こうやって喋ってたらほんとちょうど2時間半になるんだよね。いつもすごいよね。あ、ゆっくりしてねってありがとうございます。まふまふ大好きです。今日は初めて参加して嬉しかったです。私も嬉しい。ありがとうございました。ムキムキ OK にしよう。ムキムキ OK。なんでも大丈夫。そうそう。もふもふかムキムキかアミファで。全部 OK。で、大体だって見てる人しかわかんないもんね、これ。ライブを。大体どれでも大丈夫。3個からお選びください。全部書いてもいいよ、別に。ね。ということで、これでね、終了して、この後、インスタストーリーズで、この正解を入力するストーリーズを投稿して、そしてそのストーリーズがだいたい24時間後に消えるので、その後にまたこの配信のアーカイブをアップしたいと思います。それではこの時間までお付き合いいただき本当にありがとうございました。どっちが多くなったか、アーカイブ上げた時にインスタストーリーズに書こう。もふもふとムキムキとアミファ何票ずつあったか、ちょっとそれもこのアーカイブ上げたよってストーリーズに書くときに投票率も書いとくね。ということで本日もありがとうございました。次回金曜日の夜20時から空のイニシャル作ってみようと思います。またぜひ時間があった方は遊びに来てくださいね。ということで本日もありがとうございました。バイバーイ。